チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も来ていただいてありがとうございます。今日はですね、高市自民党が自衛隊を政治利用、石油危機と崩壊する日本とイラン戦争ということで、相変わらず戦争が終わらないのですが、イラン戦争渦中のアメリカ・イスラエルの話をした後、自民党大会での自衛隊過小問題、その後石油危機に関するニュースを取り上げ、最後は、国内外のプロテスト運動をお話ししたいと思います。戦争による残酷な描写、軍事的な話題を多く取り上げますので、視聴にはご注意ください。あと現在進行形の社会問題、政治問題等は当然出てきますので、視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や配信中で思わず笑ってしまうことがありますが、戦争などの深刻な話題を軽く扱ったりしているつもりはありません。ということで、チャット書き込んでいただいている方ありがとうございます。チャットルールを遵守の上、書き込んでください。ということでですね、しょうがさん、音花風花さん、タイムさん、ゆうこさん、ルミちゃんさん、無欲さん、ミニラトルさん、615さん、アンコンカラスです。イラン戦争という言い方が気になっています。そうですね。本来ならね、イスラエル・アメリカ戦争なんですよ。そうなんですよ。はい。いや、ついね、私も、サジェストでイラン戦争という風に書いてしまってますけれども、すみません。本来なら、アメリカ・イスラエル戦争なんですけど、何しろね、アメリカ・イスラエル戦争っていうと、どの戦争だかわからないっていう、問題が生じるというのはよく指摘されているところですよね。はい。ありがとうございます。そう、アメリカとイスラエルによる侵略なのになんでイラン戦争と言われなきゃいけないのかということなんですけれども、はい。ですね。小島康平さん、敗北おめでとうございます。練馬区民として嬉しいです。ということで、ネトウヨ、陰夢中で有名な、小島康平さんが落選したということで、大変めでたいことだと思います。今回は取り上げませんが、よかったなと思います。全然 SNS での動画拡散とかで全然気にしないでください。なんか知らんけどね、ちょっとバズってて、ツイッターでね、2000人超えてからもですね、順調に増え続けていますので、皆様の応援のおかげです。本当ありがとうございます。いつもありがとうございます。2000人のお祝いとね、誕生日祝いは来週やろうと思ってますんで、よろしくお願いします。あとですね、今回も、Google ドキュメントで、リンク集を作ってますので、このリンクは何なんだという方はですね、ずらずらとたくさん並んでますけれども、ですね、参考にお願いいたします。あとですね、署名、高市早苗の議員辞職を求めますという、なんかドストレートな署名が、ついに始まってしまいましたということで、なんかすげえ勢いでですね、17,000筆ほど集まっていますので、皆さん署名しましょう。あとこれは前からやってる署名なんですけれども、殺傷武器輸出が全面解禁されますということで、メイドインジャパンの武器が他国の子供の命を奪うことを許したくないということで、今からでも反対しますと、武器輸出の禁止を求めますという署名がありますので、よかったらこちらも署名してあげてください。はい、ということでですね。有名な陰夢中でしたからね。なんだっけ、名前忘れた、変な金融口座貸してた人、荻野実だ。あいつと一緒にそういう会話をしていたことが有名でございます。しかも去年とかの話なんだよね。いやいや、10年前とかだったらさ、確かに私とかもやらかしてた記憶があるけれども、最近の話ですからね。はい。そういう信じられない政治家が一人でも減るといいと思います。はい。ということで、まずはですね、イランとトランプとジーザス・クライストの話をちょっとしようと思いますので、動画流します。大統領が約束していたアメリカ海軍によるイランの封鎖が今始まるところです。ペルシャ湾やアラビア海の港へいかなる船の出入りも妨げられます。アメリカ CNN では緊迫するホルムズ海峡の情勢を報じていました。ホワイトハウスはホルムズ海峡の逆封鎖に備え海軍を配備したと話しています。入り口には空母エイブラハム・リンカーンがすでに待機しているようです。さらにアメリカメディアによると、この作戦を支えるために15隻以上の艦艇も配備されているといいます。着々と進むホルムズ海峡の逆封鎖にイランの革命防衛隊の報道官は、敵はいつでも停戦を破って攻撃を仕掛けてくる。そもそもホルムズ海峡の封鎖は目くらましの可能性が高い。
戦争が続けば敵が対抗することが難しい新兵器を使うことになるだろう。アメリカが進めるホルムズ海峡逆封鎖、その狙いについて。はい。ということで、何をしてくるかわからないトランプ政権。イランとの交渉が失敗したと思ったらですね、何をしだしたかというと、なんとホルムズ海峡を閉鎖し始めました。意味がわからない。だってホルムズ海峡を解放するために戦争をしていると言ってたんじゃないのということなんですけれども、逆封鎖を行ってですね、イランの、原油などを輸出するのを妨害することにより、我々の勝利に導くのだみたいなことを、トランプ大統領はほざいております。はい。イランは石油を売ることができなくなる非常に効果的な作戦だ。イランの収入源を断つのだという、もう完全にこれ日本のこと忘れられてますよね。誰だよ、この人。誰ですか、この人についていけば、なんか平和をもたらすドナルド・トランプみたいなこと言ってたのは。いやー、すごい、というか、もう日本にとって最悪の状況ですね。よりによってアメリカが封鎖してしまったということは、イランが封鎖するんだったら、イランと交渉したら通れる見込みがあったわけですけれども、アメリカが封鎖してしまったので、もはや、イランと交渉してもアメリカが邪魔してくるという展開になりかねないというか、日本は忖度するので、そもそも交渉ができないというようなちょっと状況に追い込まれてるかなと思います。はい。ということで、伊沢さん、マヤエフさん、ペタさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。海賊王トランプ。いや、さすがにルフィに失礼よ。逆封鎖ってどんどん原油が枯渇していく。こんなやつの気まぐれで多くの人が被害に遭ってるの許せないですよね。いや、ほんとね、日本と東南アジアが滅びますよ。この、ブッシュじゃない、トランプのせいで。いや、ほんとブッシュよりも下を行ってますからね、今のところ。すごいよね。はい、どうも家庭連合さん、シンツさん、コンカラスです。欧米ではブッシュジュニアの戦争をイラク侵略と表記しているのではなかったのかってですね、そうですね、今回もイラン侵略というふうに、表記すべきかと思います。化石燃料に依存したきりで脱却できていない他のエネルギー供給が脆弱な我が国はこうの昔からこうなってしまう運命だったのかということで、そうですね、やっぱり中東に依存しすぎていた上に、中東とあんまり仲良くしてなかったことは大いに反省すべきじゃないかなと思います。はい。ただですね、複数のタンカーがホルムズ海峡を通過というニュースが今日入ってきまして、おやと私も思ったんですけれども、ですね、なんと中国のタンカーは普通に通行できたそうです。パナマ船籍の中型タンカー、ピースガルフ、ハンディタンカー、ムルリキシャン、中国、あとリッチスターリーですね。米国による封鎖開始後にホルムズ海峡を通過してペルシャ湾を出た最初の船舶となる。封鎖してんじゃないんかい。ということでですね、よくわからないんですけれども、なんか、中国とか、もともとイランから攻撃される恐れのない船は、場合によっては通過を許してくれるみたいな、なんかよくわからない運用がなされているそうです。いや、だったら最初から中国側についた方が得だったじゃねえかよっていう、どういうことなんだ、マジで、という。全く意味がわからないんですけれども、中国外務省は米国によるイランの港湾封鎖は危険かつ無責任な行為であり、緊張を悪化させるだけである。中国船がどう海峡を通過しているかによっては言及しなかったということで、なんで中国が世界一正論を打つような国になってるんですかね。おかしくないですか。もう、完全になんか立場が逆転しちゃいましたね。アメリカがね、完全に世界の警察から世界のヤクザみたいな感じになってしまったので、中国が世界の警察みたいなことを言ってるという、わけのわからない状況が出現しています。はい。Google プレックスさん、悲しみさん、コカラスです。逆封鎖しなかったらイランは国際法違反だって言えて、そう、だからこれがね、アメリカにとっても国際法違反をやらかしちゃってるので、イランを非難できなくなったんですよね。どうして中東資源に依存してるのに中東と仲良くしようとしないんですか。安倍晋三さんはね、イランと仲良くしてましたからね、一応。いやー、もうリアル世界貴族だろ、これって。あったりなので気にすることはないよと。中国はね、アメリカから攻撃されないの分かってるので強気にいけるんでしょうね。はい。
読んだ本でアメリカ人に聞いた悪い歴代大統領ランキング1位がブッシュ息子でしたが、今だったらトランプになりそうスペインもまあそうですね、あのような態度を取ってる国、反米の態度を取ってる国なので、まあ基本結構通行できてるっぽいですね。はい。ぐるってます？あら、大丈夫かな？すいません、どうでしょうか？皆さん聞こえてますでしょうか？ちょっとまあストップしますけれども、まあホルムズ海峡をね、これまあ行ったり来たり、ぐるぐるといえばで無理やりつなげていくけど、行ったり来たりしている、まあね、中国のタンカーも、まあいきなり突っ込んでったわけではさすがになくて、慎重にですね、一回引き返したり、まあまた行ったりしてるんですけど、まあリッチ・スターリーさんは見事に、原油を運び出すことに成功したそうです。おめでとうございます。まあすごい度胸も必要だなとは思うんですけれども、さすがにね、日本の船舶が行くのは危険すぎるのでちょっと無理だろうなと思います。こっちは大丈夫ですということで、ありがとうございます。再読み込みもありがとうございます。すいません、皆さんありがとうございます。すぐ言ってくださいね。音量とかもね、調整しますので、よかった、ありがとうございます。いや、遠慮せず言ってください。ありがとうございます。ということで、続きですが、レバノンの死者が2000人を超えました。毎日新聞は不当にもイスラエルとヒズボラの交戦と言ってるんですけど、ヒズボラと交戦してないから。ヒズボラがいないはずの民間人の民間居住区を攻撃してるんですよ。はい、レバノン保健省は12日から、交戦が始まった3月2日以降のレバノンでの死者が2020人になったと発表しました。負傷者は6436人、国内避難民が100万人を超えていますと。国内避難民100万人ですからね。もうこれ完全な人道危機ですよね。はい。だからまあ、イスラエルのね、極右の皆さんは、ここレバノンをガザにしてやるみたいなことを言って、まあ、はばからないような態度を取り続けているわけですけれども、当然ですけれども、停戦を完全に無視した攻撃で、まあ、このようなことをしているということですね。まあ、全く1ミリも戦争をやめる気がないですね。はい。交戦じゃなくて虐殺なんですよね。はい。いつも民間人を攻撃してます。まあ、その中でももちろんガザも、苦境に立たされてます。ガザは追いけけぼりだということで、UNRWA の、セイタ局長が、久々になんか私お話聞いたというか、お顔見た記憶があるんですけれども、現状や課題についてインタビューに答えました。停戦から半年が経ちましたが、ガザの状況を改善したかということで、停戦と言われてますけれども、戦闘行為は続いております。停戦後は700人以上の人がガザで殺されています。ガザの人たちは結局また戦闘が始まるのではないかという恐れがよく聞きます。今まで何度も停戦がありましたけれども、その停戦は次の戦闘までの間の停戦で、未来永劫の停戦ではありません。停戦という言葉でうまくいっているように思う方が多いかもしれませんが、全くそういうことではありませんということでですね、まあセイタさんのもちろんおっしゃる通りだと思います。イランがなぜ停戦じゃダメだと、終戦でなくてはダメなんだっていう言い方をしているのか、まあよくわからないという人もいるかもしれないんですけど、ガザの例があるからですよ。だからハマスが停戦と受け入れてどんな目にあったか知ってるから受け入れられないんですよ。だから当然イスラエルはそのことを分かってて、こうやって攻撃をし続けてるわけですね。はい。ですからもちろんイランが正義だとか言うつもりはないですけれども、当然イランはそういう目にあったハマスのことを見てきてるから、そういう態度に出てるのだという前提は必要だと思います。はい。ケイトさんからです。来ていただいてありがとうございます。いや、ほんとなんでネタニヤフを逮捕できないんですかね。ほんと腹立ってしょうがないですね。まあ、UNRWAの保健局長もセイタさんですし、まあ、ICC もね、茜智子さんなんで、いや、なんか本当に日本が本気になれば逮捕できるんじゃないかという気もしないでもないんですけれども、日本政府があんなんなのでね、まあ、ちょっと難しいっていう感じですよね。はい。今日爆撃されたレバノンの民間人がドローンにとどめを刺される動画。いやー、なんかそういう動画本当にたくさん流れてくるのに嫌になりますよね。いや、本当停戦って何なのかと。まあ、停戦を武器にしてるとかね、まあ、停戦とまあ称してホロコーストをしてるとか、まあ、いろいろ言われてるわけですけれども、どれも正しいと思います。
で、まあ、ネタニヤフは対イランの戦闘再開を準備しているそうです。まあ、そりゃそうでしょうね。はい、そう来ると思ってましたよ。イスラエルはアメリカとイランの協議を尻目に、対イラン軍事作戦の再開の準備を進めている。イスラエルでは作戦目標が十分に達成されていない状況での米国とイランの停戦合意を疑問視する声が半数以上を占め、ネタニヤフは作戦はまだ終わっていないと主張していると。ただ、ネタニヤフを擁護する気は毛ほどもないんですけれども、先週ちょっとフリートークでも触れたんですが、ネタニヤフ、右翼の人たちから今すごいイスラエルで叩かれてて、まあ、要はイランをなぜ倒してないのにお前は停戦するんだと、この臆病者みたいなことをまあ言われまくってるようなんです。なのでイスラエルの世論としてまあ6割7割ぐらいまだ戦争への支持があるので、ネタニヤフとしてもまあ当然ですね、権力にしがみつきたいだけの人物なので、戦争を続けざるを得ないというような状況になっているそうです。はい。信じられない国ですね。まあテロ国家そのものだと思いますし、まあネタニヤフ一人を逮捕したり排除したりしても、やっぱりイスラエルは変わらないのではないかと、まあ批判的な人はみんな言うんですけれども、まあ思わせるのはそういうね、極右の世論がすごすぎるからですね。はい。せっかく日本の強みを生かせない高市ね、本当に中立的な立場にせっかく美味しいポジション、ある意味いいポジションにいるんですよね。だからイスラエルをなんとかしろっていう話なんですよ。圧力かけられるでしょう。そう、実際イランもね、交渉中にイスラエルに爆撃されて殺されたりしてるわけですからね。ハメネイだってそうですからね。当たり前ですよね。信用できないのが当然でしょっていう。むしろわざわざガリバフさんとかで荒口さん殺されるのを恐れずにね、交渉場所に出てきてくれてんだからね、相当な情報をしてるんですよ、それだけでも。だからイランがもちろん正義の味方ではないですけれども、そうやって譲歩してるのはイランの方だということを頭に入れなきゃいけないと思いますよね。ネトウヨ国家。紛争戦争虐殺しない臆病者の方がよほど為政者に向いている。ちょっと前の右派に左翼呼ばわりされてた自民党みたいですね。そう。だからもう、我々のだからポジションで言うと岸田ぐらいの多分ポジションなんですよね。ネタニヤフって信じられないけど。超極右なのに、もうさらにウルトラ極右みたいな人たちがいっぱいいるから、まあ国としてのもうバランスが崩壊してますよね。はい。イスラエルの常識があまりにもね、世界と違うので、もう話が通じなくなってるっていう感じですよね。まあ、加害国がまあそうですね、イスラエルに関しては申し訳ないけど、シオニストの人たちの責任は極めて重いと思います。なぜそこまで戦争をしたがるのかと。やっぱりね、そのシオニズム自体がやっぱ良くないと言われるのはね、しょうがないと思います。まあちょっと後から宗教の話もしますけれども、まあセミ思想ですよね。はい。いや、荒口さんね、呼びかけてくれてたのに、ほんともったいなかったですよね。1ヶ月前だったら全然話違ったと思うんですけどね。はい。まあ、イスラエルの極右政治家はね、パレスチナ人を死刑にするとか、子供を処刑するとか、そんなことばっかり言いまくってるんで、みんな逮捕したいと思います。はい。ただまあこういうことをですね、さすがによく思わない、方々もいらっしゃいまして、神はいかなる紛争も祝福しないとローマ教皇がアメリカに対してですね、異例の意義を唱えてます。ローマカトリック教会の教皇レオ14世は、米国とイランの紛争で神は米国側にあるとするトランプ政権の主張に異議を唱えた。1月に駐米バチカン大使と米国防総省長官の間で厳しいやり取りがあったとの報道を受け、バチカンとホワイトハウスは対立を否定しているものの、教皇はトランプ政権を批判する発言を続けているということで、まあ私信者でないので、信仰者でないので、全く持ち上げたりする気はないんですけれども、まあ激しく対立、もう明確になってるわけですよね。まあ就任された当時からですね、今のレオ教皇は、ガザ虐殺に心を痛めている、一刻も早くね、この虐殺をやめるべきだみたいなことを言ってくれててですね、大変ありがたかったんですけれども、まあここに来てですね、もう明確にトランプとネタニヤフは悪だと言い始めてるという感じですね。江戸川バーサナコンカラスです。こんばんは。イスラエルの死刑制度も特定の民族に置くようになってしまったら拉致や。っていや、ほんとね、拉致と変わらんですよね。だからあなたたちが今まで批判してたこと何だったのっていう、そこが一番ね、ぐったりするところですよね。はい。14世はね、日本の反省デモとか来てくれる、ヨーベイは来てくれる気がするんですけどね。はい。日本のキリスト教会も頑張ってほしいと思います。はい。
イスラエルがそうですね、変わる変わらないでは置いといてネタニヤフは逮捕すべきだと思いますし、責任は問わなきゃいけないと思いますね。日曜日のパレスチナ連帯デモにシオニストが割り込んできてわけのわからないことを言ってた。また来たのってなんかたまにね、北海道も結構来るようになってきたんですよね。ほんと何なんでしょうね、あいつら。本当に。ネタニヤフを支持すんじゃねえって言い返したくなりますけど、はい。そうです。レオ14世はアメリカ人です。はい。初のアメリカ人教皇ですね。なので、ですね。トランプは、傲慢にもですね、私はレオ教皇のファンではないみたいなことを言っております。トランプ氏は私は教皇レオのファンではない。彼は非常にリベラルな人物であり、ちなみに保守派です。犯罪を阻止することなど考えていない。どこが犯罪を阻止することを考えて言ってるでしょ。彼は世界を吹き飛ばすために核兵器を持ちたいと考えているみたいなことを言ってるんですけれども、それはお前だろというですね。なんか一つ、もうなんか突っ込みどころしかないようなことを言って誹謗中傷しているんですけれども、ここに来てだからアメリカ大統領が、キリスト教のカソリックですけれども、大教皇をですね、誹謗中傷するという事態に、陥っております。いやー、すごいですよね。しかも自分のアメリカ出身だからなんか自分のおかげでね、教皇になれたんだみたいなことまでほざいているそうなんですけれども、ちょっと信じられないなと思います。はい。いやーでもね、本当イスラエルとアメリカを批判してないね、元首の方が少ないですからね、それこそアルゼンチンのミレイぐらいじゃないですか、こんなべったりなの。いや、日本も極右化して本当イスラエルみたいになるの怖いですよね。教皇は宗教者として本当普通の行動をとってるし、もともと保守派の人ですからね、決して改革派ではないです。それは別にね、あれなんですけど、批判するつもりはないですけれども、でも最近ね、言うことがフランシスコ教皇っぽくなってきたなとは思います。はい。でも今アメリカで批判するのが勇敢な行動になってしまうっていうのは本当恐ろしいですよね。日本にいるシオニストというか、大体私たちが、見てきたのは結構旅行者風の人たちでしたね。はい。イスラエル人かどうかはわからないけど、福音派ってカールトなのかもっていう、ちょっとその話後でします。レオ14世だってトランプ大統領の言っている教皇を支持していないからいいんじゃないですかね、というですね。はい。そうですね。アルゼンチンのハビエル・ミレーはシオニストですね。そして、このように言われたトランプ大統領が、しかし、彼は、ですね、反撃の一手を、持っていました。これが俺のカードだということで、はい。トランプ氏投稿のキリスト風画像、支持者の批判で削除。はい。なんと、自らをイエス・キリストだと言い始めた。トランプ大統領が12日、交流サイトトゥルースソーシャルに投稿した AI 画像。トランプがイエスになって何なんだこの男マジで。で、これ捏造じゃないですからね。いや AI 画像だけど、トランプが自分の SNS に投稿したんですからね、これを。いやー、すごい。っていうか上のなんかよくわかんないトゲトゲ生えてるやつ何なんだよ。天使に見えないし、これなんか戦争の悪魔かなんかじゃないの。っていう感じなんですけれども、全く意味がわからないですね。すごい。確かに教皇を批判できるぐらいだから自分をキリストだと思っててもおかしくないなという感じではありますけど、本当に自分のことをイエス・キリストだと思ってたんですね。すげえ。すげえわ。はい。コンカラスです。復活されてるのはエプスタイン。いや、そういう、ジョーク、やばいジョークが流行しているそうですね。はい。そういうわけではさすがにないと思いますが。偽キリストまで演じ出した。これはひどい。支持者にさえ見放されてる。ゲテモノ。もうなんというか、よくこんなよ世界中にばらまけるなということで、唯一信じゃなかったのってキリスト教はと。いくらトランプだからといって神になり変わるのはもうイカロスでしょ。いや、なんか上にいるのルシファーみたいに見えますよね、これ。天使じゃないんですよ、どう見ても。シルエットがおかしいから、
で、周りにいるのも軍人だし、こいつなんでこの真ん中にいるやつ何なんだよっていうのが、いろいろ噂されていますね。はい。この絵を動画にしてトランプがイエスに頭叩かれて地獄に落ちる動画がありました。なんというか、これらあたり我が棒を配った連中に、ジュース配ってる絵が拡散してます。エプスタインが復活するのは、共犯余罪を吐かせましょうということで。どうもきりょうさんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。ということで、さすがにですね、ただこれ怒られて、削除したそうです。はい。なんか、画像は、人々を良くする意思としての私を描いた。実際に私は人々を良くしているなどと弁明し、キリストに見立てる意図はなかった。いつもの CNN のフェイクニュースだと。教皇は間違ってるみたいなことを言い続けているんですけれども、もう遅いよって。で、全世界の人間がこの画像を見てんだよ。どこが医者だよ。医者は手を振りかざしただけで万病を治療したりしません。はい。それができるのはイエス・キリストだけだからそんな特殊能力持ってるわけねえだろ。はい。ということでですね。まあ、スタンド能力はね、確かにクレイジーダイヤモンドっていうスタンドが何でも病気じゃねえな。何でも傷とか治せるスタンドいるんですけど、はい。ということでですね。まあ、これに関しては、キリスト教徒の人たちからも批判が殺到し、まあ、マガの人たちも結構怒っていて、まあ、とんでもない冒涜だ、ひどい冒涜だ、信仰は小道具ではない、実績を自ら語るべきなのに自分を救世主として書くのは良くないなどとですね、いや、もっと問題があるだろうっていう感じなんですけれども、まあ、トランプ支持者としては結構勇気ある批判をしたんですかね。はい。ということで、トランプも渋々削除したそうです。はい。天狗の類ではね野郎時代も甚だしい、医者でもないし、人を不幸にして苦しめてるでしょう。ホワイトハウス日本のコンテンツ含め著作権違反しまくってるのにディズニーには手を出さないで受ける。ディズニーは禁止してるんじゃなかったでしたっけ？聖書に偽預言者、キャンキリストの出現が警告されてるのに、キリスト教文化の欧米でよくこんなもの出せるなっていうですね。そうなんですよね。偽預言者ってこれ、そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。マタイによる福音書24の4の22。ということでですね。まあ、偽キリストといえばサタンの代名詞なわけですね。はい。という感じですけれども、まあそのトランプ支持者の皆さんは何を言い出しているかというと、FOX ニュースのコメンテーターショーン・ハニティ氏は、教皇レオ14歳の戦争反対の立場に対し、彼は聖書をちゃんと読んだことがあるのかと、反論した。ダビデとゴリアテの話を聞いたことがないのか。聖書をちゃんと読んでたら戦争に賛成するのっていう、もうなんか言葉がないですけれども、まあ、こういう人はですね、今まで確かに今回のイランの戦争に関しても当然ですが、根底にあるのは、まあ、差別や植民地主義であり、まあ、利権の問題ですので、宗教の問題だと言い張るのはね、もちろん間違っています。ただその前提で言うんですけれども、こういう人たちはやっぱりその聖戦だというふうにこの戦争を捉えてるわけですね。だから、キリスト教によるですね、ダビデの聖なる戦い、ゴリアテに対する聖なる戦いであるから、まあね、肯定しないやつは反キリストだみたいなことをほざいているんですけれども、まあ、キリスト教徒は、戦争に反対するものではないかと思います。はい。聖書で虐殺推奨されてるわけねえだろっていう、資本主義の暴走による帝国主義と植民地主義です。はい、その通りですね。はい。教皇に聖書を読めということで、ただですね、まあ最後にちょっとそういった面についてちょっと紹介している動画があったので、それを取り上げて終わりにしたいと思います。の地政学の非常に大きな例だ。イランとの戦争のように事態がエスカレートするにつれ、アメリカのピート・ヘクサス国防長官も聖書の正当化に全面的に傾倒した。今や声高なキリスト教ナショナリストであるヘクサスは、アメリカはキリスト教国である、あるいはそうあるべきだという見解や、軍事作戦は霊的な戦いと結びついているという見解を隠したことはない。しかし、この戦争が進行中である中で彼のレトリックはさらに鋭くなった。イラン紛争に関する記者会見で、ヘクサスは日常的に聖書を引用した。ある国防総省のブリーフィングでは彼は文字通り詩編144編を朗読した。我が胃は主を褒めたたえよ。主は我が手を訓練し、我が指を戦いのために鍛える。彼はイラン作戦を CBS ニュースに語ったように宗教的ハルマゲドンのために核能力を求める宗教狂信者との対決として書いた。つまり事実上、国防総省のトップは
この戦争を霊的な戦い、ハルマゲドンを切望する邪悪なイスラム主義政権に対する神を恐れるアメリカの戦士たちの戦いとして書いているのだ。キリスト教ナショナリストがハルマゲドンを切望しているというのは皮肉なことだ。トランプ大統領は、我々は今イラン国民に国を取り戻す機会を与えたと発表した。覚えておかなければならないことがある。 CNN はトランプ大統領が政権交代に関与しないと約束したと叫んでいるが、これは政権交代ではない。これは国民が指導者を選べるように障害を取り除くことだ。これは政権交代ではない。このような発言は事実上軍務と戦争を犠牲にする。これは中世の教皇が十字軍に約束したことや、ロシア正教会の指導者がロシアの戦争を正当化するために最近言った発言を彷彿とさせる。これはまさに政府におけるキリスト教ナショナリストの過激主義に警告を発している人々が予見していたシナリオだ。はい。ということでですね、今コメントしていただいた通り、私も普段から言ってるんですけど、宗教は原因ではありません。植民地主義と資本主義が、問題の根幹にあります。ただ、ヘグセス、特に今回、このヘグセス国防長官、戦争長官ですけれども、彼はガチで、こういうレトリックを使って兵士を鼓舞したり、聖書のもとにですね、我々は聖なる戦いをやってるんだと、デスカルトみたいなのはちょっとこれタイトルが煽りすぎだと思うんですけれども、我々は聖なる戦いをしてんだから邪魔すんなみたいなことを公然と言っていて、それを支持している人たちもですね、そういうレトリックを使うようになってきてしまっているということでですね、もうなんか政教分離も何もないですし、それはね、こんな人たちとイランだって交渉したくないですよね。だって自分たちを殺すことが聖なる目的だって言ってるんですよ。たとえレトリック、真の目的であるね、石油とか資本のね、論理とかを、覆い隠すためのレトリックであるとしても、自分を十字軍だと思ってる奴らと交渉できないでしょ。なのでですね、イスラエルもそうですけれども、もはや話の通じない国になりつつあるアメリカとイスラエルでした。はい。いやー、本当にね、だから教皇に向かって聖書を読めって、これは聖なる戦いだろうなみたいなこと言ったり、トランプ多分聖書読んでないですよね。聖書読んでないやつがこんなこと言ったりするのおかしいですよね。ちなみにこれオートダビングで翻訳されてるので、興味ある人は、聞いてみてください。先ほどのように日本語で聞けます。機械音声ですが。聖戦という言葉は免罪符になりません。はい、その通りですね。いや、ほんと政教分離ってほんと大事だったんですね。なんか実感しますよね。日本も特にそういう問題がありますので、はい。特に最近思いますけれども、やっぱりいかに政教分離が大事かということですよね。やっぱり宗教を利用してこういう戦争を正当化したりする奴らが必ず現れるので、はいですね。下手に手を出して十二万になった繰り返しをここ中東の数十年だろうというですね、ほんとね、十字軍みたいになったこと、十字軍も成功したと言えるのかな。何百年前の話だよって感じですよね。宗教は本質的な問題ではなく、宗教を使って悪事を正当化している問題です。その通りですね。はい。いや、なんかヒムラーみたいですよね、ほんと。なんか、正当化するためだったらどんなレトリックでも神でも利用するみたいな。はい。そう。で、こういう話の通じない人たちがね、世界一の危険な火遊びをしているのが、今の戦争なわけですよね。そう、宗教の政治利用です。実際はただの聖国主義と侵略戦争であるにもかかわらず、これは聖なる戦いなんだ、これは聖なる戦いなんだ、これは聖なる戦いなんだ、みたいなことを連呼してるわけですよね。はい。ちなみに、ネタニヤフも、以前、アマレクっていうですね、聖書にとって邪悪な存在をパレスチナ人やアマレクだみたいな、イラン人はアマレクだみたいなことを言っております。どっちがアマレクなんだかわかんないですが。はい。日本は日本で文民統制ができてない話はちょっとこれからします。宇都宮美術館と三重美術館でやってた来週展行きたかったです。ナノクラフトさん、コンカラスです。韓国人のクリスチャンの人がトランプは怖いなと言ってました。トランプ進行してて怖いなと思ってます。どうなんでしょうね。トランプもキリスト教、いや、トランプはキリスト教でも信じてないと思いますよ。この動画、この画像を投稿できる人がキリスト教を信じてると私には思えない。キリスト教者としてやっぱり信仰してるかどうかっていう内心の問題はわかんないとしても、キリスト教者として明らかに問題ありますよね、彼は。でもなんか救世主みたいで扱われてるのが、釈然としないなというふうに思います。はい。
ということで、まあちょっとね、イラン戦争の話でした。なんとかね、停戦にこぎつけてほしいところなんですが、ちょっと淡い期待なのかなという感じがしております。はい。ですね、トランプは自分の両親にしか従わないって、まあ自分で言ってますからね、私は神なんか信じてないみたいなことをね。いや、ほんとね、キリスト教徒の人たち普通にさっきの画像に怒ってるしね。いや、そりゃそうだと思いますけれども。そう、結局キリスト教をね、悪用してるだけなんですよね。はい。ということで、まあ、その、宗教の政治的悪用といえばということで、はい、自民党党大会の話をしたいと思います。写真で見る第93回党大会次の30年見据え飽くなき挑戦をということで、4月12日に自民党の第93回党大会が行われました。コンセプトは挑戦。先の衆院選総選挙であんなに勝ったのに挑戦、我が党自身も次の30年を見据え時代の変化に対応しながら飽くなき挑戦を続けていくと、いうことでですね、特別ゲストとして、世良正則さんが燃えろいい女をギター一本で熱唱し、燃えろさなえみたいなことを歌っておりました。くっそダサかったです。はい。まあ、高市さんもこの表情ということでですね、大変喜んでいらっしゃったようでございます。はい。他にも高市さんの、等身大パネル、フォトスポットなど、いろんなグッズが用意されていたようでございます。はい。104さんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ということで、炎上してるから正しいですね。30年もやる気なの。炎上かな。音楽の政治利用を許さない選手たち出番だぞと。ということでですね。まあそうですね。高市さんは常に炎上しているんですけれども、まあ党大会で何を言っていたかというと、強い外交、強い安全保障みたいなことをまた言っていたそうでして、保守政党として、まあ天皇をですね、中心とした日本の歴史を貫く支柱が天皇ですみたいなことまで言っていたそうです。ここ日本会議じゃないと思うんだけど、そして憲法改正です。立党から70年憲法改正の旗を掲げてまいりましたので、自主独立の権威の回復に向けて憲法改正を何としてでも実現するという、いうようなことをまた、繰り返していたそうです。まあ、あまり驚きはないですが、いい加減にせえやという感じですね。そもそもだから自民党の党首がこういう場所で憲法改正っていうことが厳密には憲法違反のはずなんですけれども、もはや誰も気にしなくなってますよね。はい。まあある意味高市さんには燃えてほしいんですけれどもいや、世良正則さんも自分の曲をこんなことに使っていいのかな。で、二度ともう燃えろさらえって歌った人だという風にしか覚えられないですよね。はい。なんで常に炎上してるのにノーダメージで総理大臣続けているのか。ネットの差別とヘイトが現実に悪影響を受けて、ついにトランプとか高市みたいなのを生み出してしまったのは本当にね、罪が重いですよね。なんかプロパガンダが当たり前になっています。ボス特有の地形ダメージ無効。やることがいいわ、それかよ。とは言いつつ、高市は憲法会合みたいな、会合には全然出てないらしいですよね。ノリで憲法改正って言ってるのかな。はい。天市さん、コンカラスです。公務員を立場を利用して政党を宣伝することは処分に値するはずなんですが、ということで、はい。ちょっとその話する前に先にですね、高市総理のアクリルスタンド欲しすぎる一般販売です。希望ぬです。希望ぬって久しぶりに見た。ゆっくりおやすみなさい。これですね、ちょっと、音声を流すとなんかすごい自民党党歌が流れちゃうのであれなんですけど、動画だけ流しますと、ですね、なんか、ボタンを押すとゆっくりお休みなっしーとか、あんたが寝てる間も日本は私は守っとくからという音声が流れるそうでございます。もうなんか何とも言えないけど、これみんな欲しがるわけ本当に欲しいと思って言ってる？高市さんに忖度して言ってるんじゃないのっていう感じですが、まあこの後ですね、萩生田幹事長代行ことジャンディアン先輩が見事パワープレイ炸裂で大当たりということで、まあ萩生田さんがさっきのなんだっけ、早苗トークンじゃないですね、こういうものが出てくるカプセルトイのですね、引いたら大当たりが出たと。まあその大当たりとは何なのかということなんですけれども、高市早苗さんのサイン入りボールペンだそうです。総理も日々使われております。あれピンク色じゃなかったっけっていう感じなんですけど、ちなみに党本部でも売っておりますだそうです。
いやー、日本が国難の時によくこんなことできるよね。すごいと思いません、ちょっと。この民衆からの乖離ぶり、この楽しそうに歌ってアクリルスタンド販売して、なんかガチャ回してですよ。で、サインペンもらって嬉しいみたいな。いや、それは日常のなんかそういう行事だったらわかるけれども、党大会でやることか、これ。与党だよね、この人たちっていう。まあちょっと信じられないんですけれども、はい。頭がクラクラしてきましたね。道の海賊さん、アクエリアスよっちゃんさん、コンカラスです。民主政治は断じて力による政治にあってはありませんを引用して、それ言うてどういうことですかね。ヒトラー有言と称える歌作った北原白秋みたいな。これでなぜ支持率が下がらないんだと。ですね。セラマサルリさん俳優でもありましたもんね。なんかもう嫌になっちゃいますね。ファンの人がかわいそうだと思いました。いやー、音楽で生き延びるために政権で尻尾振るのやめてほしいですね。ほんとマジで。非常にみっともなかったですね。アクリルがもったいないわ。小山2チャンネルかよ。こんなの聞きたいか。100歩譲って目覚ましだろ、こういうグッズはよっていう。いつか集体になると想像できないんでしょうか。これ使うために原油系のものをいくら無駄に使ったのか。いや、本当ですよね。会計反対デモにも持ってきて、早苗デモだよ、早苗デモだよ。それいいかもしれないですね。そういう使い方だけが正しい気がする、これ。こんなことやってる場合なのか。ですね。兵庫県知事の補正付き自販機。懐かしい。斉藤元彦のあれですよね。いや、似てますよね、ほんと。参政党フェスみたいになってるしね。バカにしてんのか、こいつら。茹でガエル国家、人を舐めるのもいい加減にしてほしい。オウムグッズみたいな字。まさにフランス革命前のベルサイユかと。メルカリ見たらクリアファイルも出てますねっていうですね。はい。まあ皆さんの感想の通りだと思いますが、史上最大の危機に必死で対応する赤澤さんに使った時間はたったの2分、カップラーメンも出来上がらない短時間しか喋ってません。一方、めぐみさんとの会談に使った時間34分、赤澤さんの17倍の時間、パキスタン首相との電話会談15分。何なんだこいつって仕事する気あんのかっていうですね。まあ言われて当然なんだと思いますけど、はい、皆さんちょっとすいません。遅くなっちゃったんですけど、自民党党大会でとんでもないことが行われていました。自民党党大会での自衛官国家歌唱を事前に報告なかった、小泉防衛省自衛隊法違反ではない。いや、顔が怖いままだったけど、もういいや。ずっとこんな顔で喋ってるから。自民党党大会を国家斉唱を務めた陸上自衛隊中央音楽隊の津組舞三等陸曹右と並ぶ小泉進次郎。いや、この写真一枚でもうなんかいろいろダメじゃないですか？いいのかこんなの許されて。いや、まあ産経新聞は許すつもり満々でこれ記事を書いてるんでしょうけども、どういうことかというと、ですね、12日に開かれた自民党党大会で陸上自衛隊中央音楽隊のソプラノ歌手である津組舞三等陸曹が国家斉唱を務めたそうでございます。この格好で。で、事前に小泉への報告もなかったとし、まあ報告内容は改善しなきゃいけないけどね。で、まあとりあえず、詩人としての参加だから問題ないだろうみたいな、ことをまあ高市総理も並んで言ってらっしゃるんですけども、ちなみに立憲民主党の人がすぐ動いて質問してくれました。広瀬防衛省人事教育局長によりますと、音楽隊の演奏服装によっては自衛隊服装規定13条のうんたらにおいて陸上幕僚長が演奏の時特に必要があると認めて指示する場合に着用することができると規定されております。今回の国家歌唱は詩人としての行為であり、幕僚長の指示を受けたものではございませんが、法令上職務外において演奏服装が禁止されているわけではなく、今回私的な場面で演奏服を着用した事実をもって規約違反ではございません。はい、規約違反ではございません。自衛隊の人がこの格好で自民党の党大会出て君が代を歌っても問題ないんだってすごいね。もう何でもありじゃないですかもう普通に今後なんか自民党の応援とかに自衛隊の人、音楽隊の人来るんじゃないですか、こんなこと許してたら。いやでもだってそういう話にならないです。普通に自衛隊の人がだから清掃で自民党の人たちを応援しに来たっていいってことですよねこの返答だったら。いやそんな話あるって、まあということで大炎上しております。燃えろ早苗ですね。はい。
いやー、大日本帝国みたいになってきましたね、本当に。信じられないですね。めぐみ推奨再シャドウも石油でできております。自衛隊法違反かどうかはお前が決めることじゃないだろう。あれが自衛隊法に違反しないんだったら自衛隊法違反自体が憲法違反なんじゃないのかと。いやー、反省イベントに出た自衛隊は処分されたという。気分はもう日程ですね。自民党大会で歌ったのが問題なのになんで君が歌ったのが悪いんだって。君が歌ったのが悪いとは誰も言ってないですよね。自民党大会で歌ったことが悪いって言ってるだろう。実教育はまず高市政権がやるべきでしょう。まあ結構げんなりしながら答弁してたようには確かに見えましたけれども、まあこれが政府の公式見解なんですね。はい。いやー、信じられないな。いやでもそうですね、まあ最後に言いますけど、自衛官乱入みたいにだんまりしてなんか何でもないですよみたいな感じで行くんでしょうね。いやでもこういうこと起きてしまうっていうのは本当ね、もうシビリアンコントロールがないっていうことですから、もう法律違反で1億を譲って法令違反でないとしてもやばい問題だと思いますよ。普通にね、だからこうやって国民を慣らしていくつもりなんだろうなとしか思えないし、まあなんかチンは国家だりって言い出しそうですよね、今にも。会見して平和憲法を手放そうとしている自民党大会で自衛官が君が代を歌う、これが中国にどう映るかっていうね、ごっちゃんしたって感じですよね。私がね、普通に環球時報とかの記者だったらね、これで長大な記事書きますよ、多分。っていうかもう書いてるんじゃない？自民党の私衛兵化した自衛隊を憲法に明記するのやばすぎるでしょ。黒か白かお上が決める時代、スパイ防止法の先駆けでしょうか。トランプ大統領と高市知事は実質トランスフォーマー1のセンチネルプライムです。有久山崎さん、ここからです。日本共産党の党大会でインターナショナル歌ってもらうこともできるってことですかねですね。これで自民党政権が打倒されないのが情けないというか悔しいというか、日本の人口と同じだけ譲ってるのはインターナショナルはいい曲ですね。はい。報告がなかったとちなみにさっき報告がなかったという言葉があったことを、口にしていたと思うんですが、この書き込みを削除しております。小泉進次郎、今日は1年に一度の自民党大会、全国から党員らが結集する自民党にとって重要な場で国家斉唱の大役を担ってくれたのが津組舞さんです。凛とした君が代が大会場に染み渡りました。ありがとうございました。いや、ツーショット写真撮ってるし、まあさっきのね産経の記事でも当然まあツーショット写真撮ってるから知らないわけないよね、この人が。はい、おかしいやろという。ちなみに次見舞い三等陸曹の上司であるなんか北原さんっていう人、ですかね、柴田正信さんか、失礼しました。陸上自衛隊中央音楽隊副隊長の柴田正信さんもいらっしゃったそうでございます。はい。いやーすごいな。ちなみに一緒に写ってるのが、北村恒夫さんですね。はい。津組三等陸曹の上司も党大会に来ていたのだったら、あらかじめ小泉防衛省に面会して挨拶しているはずなんだけど、なぜ小泉でなく北村は水服で記念写真を撮れるんでしょうか。はい。あと津組さんはまあ途中で当然ですけど、途中でお着替えされてますよね。いや、もうこれ。まあ完全にまあ自衛隊は知っていて、まあ出したというふうにしか考えようがないんじゃないかなという気がします。ね、そうですよね。国民民主党ね、制服組国会両方として批判されてましたからね、さすがに玉木さんも言ってましたよね。いや、ちょっと問題あるんじゃないですかみたいな。いや、問題あるどころの話じゃないようなと思いましたけど。いや、中国はね、日本の新型軍国主義って絶対言うでしょうね。もう言ってると思うけど、プロパガンダの6文字が論理をかすめる。もう自民党の人たちは好き放題ですね。自衛隊は日本国憲法に忠誠を誓ってください。いやー、自衛隊の緊張感のなさがひどいですね。はい。ラズーさん、コンカラスです。儀礼服を利用したことになるのではないでしょうか。自衛官による君が代斉唱が実現しましたって堂々と言ってるやんっていう。小泉進次郎防衛大臣が投稿を削除済みしたように、津組三等陸曹は軍服姿で史上初めて自民党大会での自衛隊による国家斉唱をしました。ちなみに自民党広報も当然ですけれども、このようにポストしておりまして、国家斉唱ソプラノ歌手津組舞様という、この絵面ですよね。この絵面。これ、いやー、すごい。これをだから自民党旗と並べて大丈夫だというのを感覚についていけないですね。はい。
ということでですね、まあ当然分かってた上でやってるだろうという批判が出ております。北村恒夫のとの写真では、私服を着用しているのにわざわざ制服姿で登壇した上で、モニターではわざわざソプラノ歌手としていたのに陸上自衛隊中央音楽隊所属と紹介してしまった。私的な仕事における制服着用について防衛省はどのように規定しているのか調べてみたが、靖国神社への制服着用参拝についてそれが問題あるとは答えられないという答弁書が以前にあったということで、まあ同じノリだったのではないかと言われてます。まあ他にはですね、この鶴見舞さんなんですけれども、他にも日本会議の、関係のイベントとかにもこう出ていたらしくてですね、まあその時も君が代とかですね、まあ歌ってたそうでございまして、おそらく同じノリでやってしまったのではないかという、ちょっと話も出ております。これは実際報じられているわけではないので、SNS 上の情報だというところをちょっとあれですが、日本会議兵庫2019年の、陸上自衛隊中部音楽隊方面隊、津組舞三等陸曹ということでですね、日本会議はまあこういうイベントとかちょっちゅう開いてるんですけれども、それにも出たことがあるということですね。はい。だからまあ日本会議のイベントとかにガンガン出てるから、まあ自民党のイベントで出ても問題ないっしょぐらいのノリだったのではないかと個人的には推測します。はい。これは独裁国家だ、真剣ゼミで見たことあるぞっていう日程の斬新にしか見えない。これは中国でなくても中国主義の再来って言うわっていうですね。いやー、かなり濃厚な疑いがありますよね。いや、でもやっぱこの絵面がひどいですよね。これですよ、これ。どこをどう見てもちょっと言い訳のしようがないんじゃないかという、私はそういう感想を抱いてしまうんですけど、はい。日本会議イコール自民党だということが改めて明らかになりましたね。やっぱこの自衛官にも同情できない。まあ、だから以前からこういうことやってたんでしょうね。熊本地震の被災地にブルーインパルス飛ばしてますしね。ちなみに、さっきの人が、つぐみさんが着用しているモール付きの制服は特別儀仗服と呼ばれ、国賓を遇する際などに特別に着用されるもののようです。この制服は幕僚長の承認がない限りは着用できないものだということで、この隊員が個人で制服を勝手に着用したなら、これは重大規定違反に当たると思いますということでですね。あれっていうことなんですけど、さっき、まあ、陸上幕僚長が、の指示を受けたものではないって言ってたじゃないですか。でも陸上幕僚長の許可を受けてなかったら、この制服で歌うこと自体が規約違反になるんですよ。ダメじゃないですかこれ。どの道積んでないですかもうなんか正論で言ってもなんか無駄なのかなという感じもしちゃいますけど、でもちゃんと正論でね、こういうこと詰めておかないとダメだなと思います。はい。いやー、ほんとね、独裁国家のプロパガンダみたいな絵面ですよね。これはちょっと、やっぱり絵面のインパクトが強すぎると思いますね。どうしてシビリアンの側がシビリアンコントロールを破壊しようとするのか。ですね。自衛隊としての良心の呵責は来路でしょうか。自民党イコール日本国という認識を植え付けたいんでしょうね。公務員は職責かけて会見に反対しないといけないで、戦争もちろん福祉を守ってきた土台も崩されてしまいますということで、いや、全くその通りなんですよね。本当は公務員の人こそね、批判しなきゃいけないんですけど、ちなみにこれもねSNS のポストなのでちょっと参考に程度にという方なんですが、このなんか非常に好奇心の強い方がですね自民党本部に問い合わせをしたそうです。まあおそらく本当の内容じゃないかと思います。非常にリアリティのある内容です。つぐみさんが選ばれた理由、演出等を担当する業者さんから何人か提示され推薦もあったので決まりました。党大会実行委員会が決定しました。実行委員から大丈夫なのという声もあったが、国家斉唱だけなので問題ないと業者に言われたと。まあ、この業者って電通じゃないかと噂されているんですけれども、定かではありません。だから実際小泉は多分ね OK したわけじゃないというのは実際本当じゃないかなという気がするんですよ。だからその実行委員会の人がいいでしょこんなぐらいいいでしょみたいなことを言って、日本会議の実行委員会も兼ねてるのかな知らないけど、つぐみさんなので問題ないみたいなことを言ってしまったそうですね。自民党からは陸上自衛隊へもつぐみさんへも出演交渉もしてないし報奨も出してない。つぐみさんは防衛省に許可を得た上で個人として出演したと。はい。やっぱり防衛省には許可を得てたそうですね。だから当然制服が着てもいいかどうかっていうのは防衛省に伺い立ててないとおかしいと思うので、やっぱり許可は得たと思います。
演出等を行った業者は収支報告書に記載されるので勝手に読んでくださいと、いうことで、まあ後の新聞とかがね、おそらく週刊誌などが裏取りするのではないかと思いますけれども、まあ実行委員会にね、の人が勝手にまあつぐみさんでもいいじゃないかみたいなこと言って、まあつぐみさんはつぐみさんで、まあ防衛省にですね、内々に許可を取った上でわざわざ出てきてしまったということで、まあ何重にもアウトな話ではないかと思います。はい。ナチスミがね、業者のせいか。怪獣マニアの方とかいますよね。党大会。業者って何？ほんと都合が悪いと人のせいにするな。業者というのは、自民党党大会実行委員会だそうです。だから、まあ、要は、電通側が、まあ、博報堂か知らないけど、そういう広告代理店とか、まあ、イベント業者の人たちじゃないかと思います。高市は全然聞いてなかったって、制服は来たら公人だと思います。まあ、高市さんはね、どのみち聞いてないって言うしかないだろうけども。はい。メディアはだから一応報道はこうやってしてるんですけど、産経は産経でまあ問題ないという、まあそのなんだ、自民党側のメッセージを伝えてるだけですし、他の新聞もね、強く批判してるところは今のところ見当たらないかなという感じです。はい。都合が悪くなると詩人になるの昭恵みたいですね。制服その件で着ていいんですか？いや、ダメだと思いますよ、普通に。はい。自衛隊法も国家公務員法も自衛隊法と国家公務員に政治的中立を等しく定めております。ところが行政職の国家公務員が休日に私服で共産党のビラを配布しただけで有罪になった宇治橋事件というものがあります。この一方で自民党大会で自衛隊員が制服を着て国歌斉唱しても問題なしでは法の公平性を欠きすぎではないでしょうかということで、これまあ昔の話なんですけれども、国家公務員法違反事件っていうのが昔あったんですよ。国家公務員のくせに赤旗を配った、赤旗じゃないか、共産党のビラを配った、こいつはとんでもないやつだということで、宇治橋真一さんという方と、堀越さんという方がですね、国家公務員法違反事件というのに問われたっていう、まあ、結局これ無罪に当然なったんですけれども、最高裁まで結局争うことになってしまいまして、まあ、ああだこうだ、ええんだこうだみたいなことが言ってたんですが、当たり前ですけど、この方、非番の時に、その、共産党さんのビラを配っていたというだけなので、いや、それで、こんな、だからその国家公務員法違反で有罪判決が、まあ、地裁とかでね、下る、レベルの、宇治橋さんはこっち有罪になってるのか。だからですね、なっているというのはですね、どういうことなんだというですね。まあだから、宇治橋さんは、有罪になってしまったんですけど、堀越さんの方は無罪ということですね。はい、失礼しました。はい。だから、国家公務員の人が非番の時に、その、共産党系のビラを配ったら、こういうことになってしまうのに、自衛隊の人だったら、詩人としてね、この制服着て、この格好で、君が代を斉唱してもいいっていうことになるって言います。すごい論理だなと思いますよね。いくらなんでも右の右翼に有利すぎでしょ。まあ、ヘイトスピーチのね、話をするときも常に言ってますけれども、なんか左翼に対して不当に厳しいのが、まあ、日本の法律だと思います。はい。共産党が LG なら自民党 OK ってどんだけというですね、早苗東軍中国大使館乱入事件、党大会に自衛隊斉唱、自民職務のスキャンダルが毎週のように起こり、麻痺してしまう。まあ、麻痺してしまいますけど、やっぱりちゃんと批判しないとね、ダメだと思いますよね。これ共産党の大会で彼女が出たらものすごい勢いでバッシングされるし、まあ多分有罪になるんじゃないかと思いますよ。だってこの判決出たらね。はい。だから詩人であろう、詩人っていうかその、なんでしょう。非番の時であろうとダメだっていう話なんでしょ？ビラ配りしたら。はい。いや、なんでこういう、はい。そう、なんか宇治橋さんだからね、判決も不当判決だとそう言われてますね。はい。いや、ほんと差別そのものですよね。なんで、共産党でダメなのかよっていう話になるでしょう。そう、でも左翼はすぐ逮捕されるけど、右翼は逮捕されないですよね。はい。
ちなみにそういえばこの間4月5日の NHK のど自慢で航空自衛隊の自衛官の女性が残酷な天使のテーゼを絶唱しておりましたが、自衛官が詩人として歌うというのはまあ例えばこういうことですと。この場面だったら制服着てくのはまずいとさすがに思うけど、例えば君が代を歌ったりとか自民党党歌を歌ったりとか、まあ軍歌とか歌ったとしても私は基本的に問題ないと思います。放送倫理コードに抵触しなければですけど、はい。だからこういう場面だったらわかりますよ。のど自慢大会とかさ、明らかに非政治的なイベントに、堂々と出てきて、君が代はみたいなことを言ったとしても、それは罪にならないと思いますよ。表現の自由が自衛官の人たちにもあるわけですから、ね、その意図はともかくとしても、罪にはならないだろうって思うんですけど、でも実際にはなんか共産党のビラ配ったら罪になるし、これでも罪にならないっていう、どういう法律基準なのっていう。はい。いや、ただののど自慢大会だったらよかったんですけどね。真面目な話、シビリアンコントロールをシビリアンが逸脱したという非常に深刻な話なので、小泉防衛大臣と陸幕長は辞任し、東幕僚長とご本人は処分ぐらいの話ではないかと思います。ただし、高市総理は何もしないと突っぱねるだろうから、ボールは国民の側に返されるならば、それでいいのか、そんなことを許すのかという問題にすべきでしょうということで、はい、陸自トップの人が今日コメントを出しまして、陸上自衛隊トップの荒井正義、陸上幕僚長は、記者会見で法令に抵触しないと報告を受けていました。職務ではなく、知人として過少したので不適切だったとは考えてない。不適切だったとは考えてない。これが不適切だったとは考えられないという、これがまあ自衛隊の今の公式見解だということですね。いや、私もなんかね、中国のそのなんだっけ、新型軍国主義でしたっけね、それはなんか大げさすぎるし、いや、だから中国の人たちはね、強調したいのはわかりますけれども、もうちょっと日本の人にも伝わりやすい言い方で言ってくださいよって内心思ってたんだけど、いや、新型軍国主義としか言いようがないのではないでしょうか、これは。信じられないな。だからこれで誰も多分処分せずに済ますつもりでしょ。こんなこと許されるの信じられないんですけど。はい。いや、まあつぐみさん一人がクビになってね、尻尾切りされるのもそれはそれで問題あると思うんですけど、だから非常に重大な問題であるにもかかわらず、誰も責任取らないで、これはいいんですって、OK なんですって、問題ないんですみたいな感じで、まあ今後も突き進むっていうことですよね。非常に不適切な前例を作っちゃうんじゃないかなと思います。はい。いや、だから組織ぐるみでダメだし、だから最初から知ってたんじゃないのって思っちゃいますよね。それはね、もちろん今のところ陰謀説ですけど、ちゃんと報道で裏付けられてないので、そこは注意すべきですけど、だから国家プロパガンダにそのプロの自衛官が儀仗服着て出てきたのに、なんでそういう見解になるって、せめて不適切だって言ってくれよって感じなんですけど、いや、ほんと新型軍国主義ですよね。いや、不適切とは考えてないとさえ言えば不適切じゃなくなるのは独裁国家でしょう。詩人として言ったならそのさ制服で言っちゃあかんだろう。いや、その通りなんですよね。着物でも着てこいよって感じですよね。君が代を歌ったことに問題を白井戸しようとしている。裏金議員も処分できない自民党だし、高市が責任取れ。責任取らないでしょう。この法令をどう解釈したらそうなるのかと。はい。いやー、もう、なんか。まあね、なんかね、政治家に転職したいんじゃないかみたいなことも言われてますけど、まあ今のところはね、クビにされてないので、はい。原則としてなので守らなくてもいいなどという意見を見るにつけ、公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずるになぜ絶対にをつける必要があったのか、そしてなぜ自民党の改憲案では絶対にが削除されているのかがよくわかりました。ありがとうございます。はい。まあ、こういうことを言う人がいるからですよね。絶対にって書いてないでしょって。絶対にって書いてないからいいんだよねって。いや、ダメです。絶対に禁止だから。小林武史さんみたいなことをされるのは絶対に禁止だっていう。だから戦前の経験で絶対にっていう文言をつけなきゃダメだと考えた人は、立派だと思います。まあ、GHQ の人かもしれんけど。はい。いやー、本当にね、参政党の差別してませんより説得力がないですよね。
慰霊服着用に許可がいるという話は一体どこに行ってしまったのか。だから実際許可してたんじゃないのあなたがっていう話にもなりますよね。陸上幕僚長の許可があったんだったらつぐみさんが悪いわけじゃ、まあ彼女にももちろん罪はあるけれどもないじゃないですか。だって許可取って言ってんだから内々に許可してましたよねっていう話なんじゃないですかねって言われてもしょうがない気がする。はい。ねえ、振袖でも着ていけばよかったのにね。自衛官にも失礼だし、解釈の問題にされるの必死。国益のためだっつって拷問しそう。解釈会見。拷問は絶対に禁止。絶対に削除してはいけない。捕まらなければ OK って立花隆か。いや、ほんとヘズマリュウ政権ですよね。私は詩人がやったことだし知らない、不適切ではないだと、大使館襲撃も詩人がやったことが知らない。ああ、そういう風にしようとしてると思いますよ。ということで、先にちょっとそれ取り上げるか。中国大使館の襲撃事件の続報なんすけど、おそらくですね、個人の妄想とかの話にしようとしてると思います。自衛官が夢で神のお告げを聞いたと供述しているそうです。中国大使館の敷地内に侵入したとして逮捕された23歳の陸上自衛官がその後の調べに対し、夢で中国による強硬発言を食い止めるようにと神のお告げを聞いたなどと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。なので村田容疑者なんですけど、だから自衛隊の罪になったらやばいし、自分もまあ危ういじゃないですか。危ういから俺は神のお告げを聞いちまったんだよイエーイみたいな話にしてですね、なんかまあ罪を逃れようとしてんじゃないかということで、とんでもない話だと思います。これこそね、警察は威信をかけてちゃんと捜査しなきゃダメじゃないかと思うんですけど、まあ日本警察なのであまり期待できないですね。なので結局夢でね神の声を聞いたみたいな話にされてしまうと、まあ当人の個人的な精神の問題であるという、またねなんか精神障害者が悪いみたいな差別的な結論にされてしまうのかなという気がして、憤懣やる方ないですね。はい、そんな話じゃないでしょだって現役自衛官が中国に向かってこういうことしたんですよ。はい。いやほんとね、入管で起きてること拷問でないって言い出しそうですよね。拷問だからいや確かに本人がケアが必要な人なのかもしれませんよ。それはそうですけれども、それはその可能性あると思いますけど、やったことがやったことなので、それとこれとはまた違う話ですよね。だからといって自衛官としてそういうことをやってしまったことの罪が軽くなるわけじゃないと思うんですけど、なんか個人の尻尾切りして終わりにしちゃうのかなという気がします。はい。統一教会の神でしょうか日本政府が正式に謝罪しなければ中国から新型軍国主義言われても仕方ないと思いますね。はい。はい。小林武史さんは、特攻の拷問で亡くなっております。いや、ほんとね、とことん責任を持たないですよね。で、このスーパー無責任内閣が何をしようとしているかというと、はい、防衛装備5類型の撤廃ですね。自民党が政府方針を了承し、今月にもう、改定するそうです。国家安全保障会議 NSC ってこれただの内閣の一部なんだけど、審査を経た武器は広く輸出することができる。まあ紛争当事国は結局ダメになったらしいんですけど、まあ特段の事情がある場合は例外的に移転できるというまあ条項もつけた上で、武器輸出をですね、自由にできるようにすると、すでにフィリピンへの護衛艦輸出などを有力候補として検討しているということでですね、はい、殺傷武器輸出の全面解禁禁止の署名、5万4000筆集まってますので、皆さんぜひとも署名してください。はい。まあ他にもですね、無人アセット防衛能力推進室を進出し、ドローンなどを活用しているということで、陸上自衛隊はドローンなどの無人アセットの活用に向け、無人アセット防衛能力推進室と無人装備室を新設。まあ自衛隊はですね、人員不足なので、まあ AI とかですね、ドローンとかですね、まあそういったものを使ってなんとかしましょうみたいな話をしているんですけれども、パランティアとまた協力するんですか、こういう話でもうなんか呆れて物が言えないですけれどもね、自分がこういうだから法律違反的なことをしたことにけじめもつけられないような人たちが無人殺傷兵器を量産しようとしてるんですよ。極めて危険じゃないですか。しかもそれを輸出しようとしてるんですよいやー、まあ
新型軍国主義をですね、止めるためにはですね、まあ、だから中国が批判してもどうせこの人たち聞かないんだから、まあ、我々がね、批判して止めるにしかないんじゃないかなと、個人的には思います。はい。ということでですね。サンゴさん、ここからです。いや、ほんとおかしいですよね。何か自分の方がおかしいのかなって、あまりに常識的みたいなこんなことを言い出しているのでね、なんか、こっちがおかしいのかなって言いたくなりますけど、明らかに自衛隊とね、小泉は暴走してると思います。はい。なんでこんな短絡的なことばかり考えて長期的国益を考えないのかってね。だから結局ね、死の商人とか人殺し国家とか言われ出すでしょ。こんなことしてたら。だから日本は平和主義がね、売りだったのに、ね、何にしてくれてんですかね。大使館周囲の警備って日本の警察が担当してるのに侵入を許しちゃったのは警察としてなんか許すことないんですかねって。いや、本当にね、だから警察の威信かけてこの真相を暴けよっていう風に思うんですけどね、お前たちも悪いだろって。私だったら言うけど、そんな気ことある人いるのかな。レアーズ規制されてんのに武器を作れるんですかいや、そもそもオイルもないからね。例外的ってなんだかんだ理由つけて OK にしたいだけでしょう。自衛隊が旧帝国軍隊の精神的風土と隔絶していないから日本国憲法にふさわしい日本軍事組織になり得てなくて政府による政治利用に容易に受容してしまうのだと思いますと。全くその通りですね。だから結局旧帝とね、ちゃんと断絶できてないでしょってあなた方っていうきちんと精神文化的に断絶してこういう行為は許せませんっていう風になってるんだったらまだ考える余地はあるけれども、そうじゃないわけですからね。はい。結核の平和文化をね、なんで破壊しようとするんですかね。信じられないですよね。ちなみに、だから、イランだって、あちこちにああやって嫌われて恨み買ってるわけですけど、一つの理由は、強力なね、ドローンをね、諸外国に売りまくって、特にロシアが買ってたんですけども、ロシアがね、ウクライナとかで殺戮をしたから、いろんな人に恨まれてるんですよ。だから結局、回り回ってそうなるんだから、イランを批判するんだったらね、そういうこと少しは考えてほしいですけどね。はい。ですね。しいたけさん、ここからです。ありがとうございます。機会あるために禁じ手に手を出せばそれだけでうまくいくと考えるのは幻想です。禁じ手が禁じ手であることには理由があります。武器産業は実はレッドオーシャンであり、イスラエル製みたいな実績ある製品ゲロが幅を利かせていますということですね。いや、全くおっしゃる通りだと思います。はい。だから東アジアのイスラエルになれないんだからなるのをやめろというやめてください。国家の方向性として間違ってるからイスラエル見てりゃわかるでしょって言いたくなりますけどね。パランティアはピーター・ティールが設立した会社ですけど、ほんとろくでもないところに絡んできますね。兵器は信頼性が命ですからね。平和主義もない社会主義もない日本に何の価値があるのか自衛隊には私たちには国民の自由財産生命を守りますって胸張ってるイメージがないですね。いやだから現場の人たちとはね、もちろんこういう人たちばかりじゃないだろうからそこは信じてあげたいけれども、なんかあまりにも最近蛮行が目立つのでですねちょっとまずいんじゃないですか。だってトップがこんな感じなわけでしょ。やっぱりね、風紀が乱れているとしか言いようがないし、シビリアンコントロールをするべき側がシビリアンコントロールを破壊しちゃってるわけですから、大変な問題ですよね。はい。とにかくさっさと小泉はやめてください。お願いします。はい。ということでですね、ちょっとうんざりする、自衛隊、等々日本の自民党の暴走の話でした。はい。なんか自民党の人たちはイスラエルに憧れてる気がします。いや、本当にね、小野寺とか憧れてるんじゃないかって気がしますよね。虚飾と生き恥しかない。っていうか自衛隊って組織自体にそう問題があるって言われてもしょうがないことをやっぱりやっちゃってますからね、今。はい。残念ですけどね。はい。裏切り者にはね、レクイエムしかないんですよ。奏でられるのは。君が代じゃないんですよ。はい。ということで、自衛隊は国家の信頼を裏切らないでください。ということで、次に、ただ皆さんね、心配してるのはですね、こちらの問題かと思います。はい。原油枯渇がいよいよもう、リアルというかですね、いろいろなところに迫ってきて、サプライチェーンが崩壊するのではないかという話について、ちょっと語っていきたいと思います。
ナフサを原料とする塗料やシンナーの供給不安が深刻化しているとして、塗装工事の業界団体である日本塗装工業会が国土交通省に資材の供給確保などを要請しました。加盟者へのアンケートでは、塗料の希釈や洗浄に使うシンナーを通常通り入手できると答えた企業は 2.7% にとどまっていて、工業会は事業継続を脅かすレベルに達しているとしています。はい。ということで、SNS でね、心ある人たちが言ってたことが現実化しましたね。シンナーがもう手に入らなくなっています。通常通り入手できると答えた企業は 2.7%。2.7% ってもはやほぼ存在しないよね。工業界は事業継続を脅かすレベルに達しているということで、参政党の支持率より低いぐらいの割合になってしまったようです。はい。しかし赤澤大先生は何をおっしゃってるかというと、赤澤経済産業省は14日の閣議後会見で石油製品のシンナーの流通に目詰まりが発生しているという、高市さんもこれ言いまくってるんですけど、目詰まりと、なんかどっかで詰まってるんだと。メーカーに生産を抑えないよう要請したと明らかにした。原料の供給不安が原因だとし、問題は解消できる見込みであると。赤澤さんはね、頑張ってると言ってあげたいところなんですけど、何を根拠におっしゃってるのかよくわからないですね。目詰まりじゃないからね。これは原料そのものがないからシンナーがないんですよ。当たり前の話じゃないですか。だって石油がないんですよ。物がないのに、マジカルに物がね、ブタブタって出てくるわけじゃないんだから、原油がなかったら何にもなんないし、備蓄放出しても、ちょっと後で説明しますけれども、ナフサが生産されてないからっていうことですよね。はい。目詰まり。これも分かりきっていたことなのにね。いや、ほんと政府は結局民間に丸投げした挙句にこれですからね。当たってほしくない予測でしたが、備蓄してない業者が悪いみたいな感じに、だから本当言われてるのがおかしいですから、業者さんを守らなきゃダメだと思います。はい。TBS らスパイ防止を肯定的に紹介してた。そうなんですかTBS もなんか N スタとかはほど変ですからね。詰まってるだけじゃないだろう。モロタロウでさえ販売終了したのに流通経路が途絶えたというだけですからね。一番板挟みな赤澤。中東からの石油が入ってきてないからだろう。検索費も手に入らなくなってるそうですね。はい。補助金出して終わりじゃない。まずは自助。小野田公さんは何をやっているんでしょうかいやー、ほんとね、小野田さんね、完全にフェードアウトしましたね。何でしたっけ？彼女の担当何でしたっけ？はい。で、説明してるのはですね、日本のナフサ供給の目詰まりという言葉はおかしいということで、プラスチックパレットの専門の株式会社さんが非常に多分 AI とか使ってると思うんだけど、わかりやすく説明しているので、興味ある人はぜひ読んでください。ナフサの生産比率の前年比が下がっていると。原油から精製はしてるんですよ。2026年も、国内製油所の稼働率は今のところですね、備蓄放出で維持してるんだけど、ナフサが生産比率がですね、前年比から約、4.2% から 5% ぐらい低下してることをこの人突き止めたんですよ。つまり何が起きているかというと、ガソリンシフトであると。各石油精製メーカーは原油を熱して各成分を取り出す際、温度を管理することによって各製品の割合を微調整してます。ちょっと科学的なことがね、あんまり詳しくない方はピンとこないかもしれないんですけれども、原油をね、蒸留していろんな製品を作るわけですよ。で、その時に、ガソリンになったり、軽油になったりするわけなんですけれども、ナフサって軽質なので、ガソリンと結構競合するんですよね。だからガソリンを大量に作ってしまうと、ナフサがあんまり作れないという、ちょっと事態になるんですけれども、なんでじゃあ今だってガソリンよりもナフサの方が問題なのになんでみんなガソリンを作ってるのということですけど、はい、これですね。はい。最近ですね、高市さんの支持率が 71% もあるということで、ちょっと調査が話題になったんですけども、この調査方法が
正しいかどうかはともかく、この中身を見るとですね、ガソリン補助金について 70% が評価しているとあり、高市支持率とほぼ一致するんですよ。これ私が気づいたんですけど、まあ自慢でもないんだが、ちょっとバズりました。はい。ここが鍵じゃないかと思います。備蓄を放出してガソリン補助金を出すと。まあ、つまりガソリン需要が高まるわけじゃないですか。だからガソリンを売れば業者さんだって得になるわけだから、それガソリン作るんですよ。で、まあ、石油が枯渇、ナフサが枯渇し、インフレーションが起きているということですね。いやー、誰だよ、こんなこと思いついたの、高市さんですね。はい。まあ最初から私に限らずですけど、いろんなちゃんと良識ある人たちは、だから補助金ジャブジャブ出すなと、ガソリン補助金をやめろという話をずっと言ってたはずなんですけれども、だから需要を高めて物不足を招いてるんですよ。だからスーパーインフレになってるでしょ。で、マクロ経済を理解してる人は、それがすぐに分かってたはずなんですけれども、まあ私だってよく分かってないけど、すぐ分かったので、まあそもそもでもそういう人はね、高市さんに懐疑的な人たちなんですよ。おそらく全国民の2割ぐらいしかいない人たちなんですよね。いやー、もうだから、とりあえず補助金出してくれればね、我々の生活は楽になるからいいことであろうというふうに考える方が7割もいるっていうのはちょっと絶望感がありますね。そういう問題じゃねえからっていう、まあ話なんですよね。はい。まあこれはやっぱりちょっと経済を少しね、私も大した勉強してないですけれども、少しね、本とか読んだ人じゃないとやっぱ分かんないのかなと思います。はい。まあね、マスコミがちゃんと言わないのももちろん悪いと思います。ですね、ゴールデンウィークに政治家が海外視察、バケーションがあるので、その頃まで白々しく平等を装うのでは、平常を装うのでは、なるほど。まあ、ゴールデンウィークまでなんか何もしないような感じがしますよね、今の雰囲気だと。小野田は手当たり次第にブロックしてるから流れてこないのか、気配消してるのか分かりません。何をしてるのか分かりません。ガソリン補助金って最悪の愚策だと思いますけどね。いや、私もずっとそう思ってたんだけど、なんでそれを肯定しちゃうんですかね。7割ですよ。だって、この、ちょっとリンク開かないけど、リンク開くとね、嘘言ってないですよ。TBS、JNN の世論調査で、支持率は 71%。まあ、この調査自体怪しいんじゃないかとか、偏ってんじゃないかみたいな批判もあるんですけれども、まあ、これが正しいとして、ガソリンに関するですね、まあ、いろんなことのアンケートとか取ってるんですけれども、まあ、ホルムズ海峡にね、派遣すべきではないっていう意見は多い一方で、政府の石油製品高騰対策7割が支持、高市総理はガソリンなど石油製品の高騰対策のため国内に備蓄されている石油を放出したり、ガソリン価格を170程度に抑えているために補助金を支給しているこの政策について 70% が評価しているって出てるんですね。だからこれ高市さんの支持率 71% とほぼ一致してるんですよ。なるほどなーって、やっぱりこの政策がいいと思ってるんだってちゃんと高市さんやってるじゃないですかって、そんなもん、左翼の人はなんか文句あるんですかみたいな、まあ人が多いのかなと思いますね。はい。いやー、だから少しやっぱり長期のスパンで物事考えられないんですかね。いや、本当だから政治家がそうでないのは非常にまずいと思いますよ。小野田公久経済安全保障大臣経済安全保障大臣まあ赤澤さんが実質経産大臣ですよね。うちの固定電話は詐欺防止のため常時留守電です。RDD 世論調査に答える人は偏ってると思います。まあそうですね、固定電話での調査なんですよね、これ。今こそ小野田さんが底力を見せる時ではないでしょうか。ガソリンだけ安くなっても病院閉まって道路陥没したら本末転倒でしょう。そう。だから需要と供給の話はね、教科書にも書いてある話じゃないかと思うんですけどね、私みたいなね、無学な人間でもわかるんだからね、みんなもうちょっと考えてくださいよって感じなんですけど、なぜかこの政策をすごく支持してる人たちがいるわけですよね。いや、そもそもクリーンエネルギーに投資すべきだったんですよ。まあ、そもそも論としてはその通りです。まあ、インジェミョンさんもね、もうちょっと韓国が、まあ、ユンみたいな人が邪魔したからなんですけど、もうちょっとクリーンエネルギーに投資しておけばよかったって後悔を語られてたんですけど、はい。ね。まあ、そもそもだから、そういう全くクリーンエネルギーに投資するみたいな頭がない人なわけだから、でもだからといってなんでガソリンを絞らないのって話ですよね。こんなクソ政策でも値段が下がるからそれがいいみたいなね。そう、だからそういう風な判断の人が多いのかなと思っちゃいますよね。はい。この支持率はマジで意味不明。再エネ補助金切ってなかったですか？
そしてですね、まあ、こういった批判に対してどう答えるのかというと、高市首相と片山財務省が赤澤経産省に余計なことを言うなと発言を控えるよう注意したそうでございます。これ、まあ、海外のブルームバーグが報じてるのがもう終わってるなという感じなんですけど、日本ではあんまり報じられてないっぽいですね。高市首相と片山さつき財務省は赤澤良生経産省に対し、日本銀行の金融政策に関連した発言を控えるように注意したと。まあだから赤澤さん今の状況分かってるので、物価高対策としてガソリン補助金などを長々と続ける考えはない、輸入物価の上昇を抑える手段として円安是正に向けた金融政策も選択肢であると。まあちょっとまあ批判ってレベルではないと思うけど、まあちょっと釘を刺すようなことを言ったらしいんですね。それしたらなんか片山さんが具体的な手法については日銀に委ねられるべきでしょうみたいな、まあ思ってもみないことを言って赤澤さんを叱責したということでいやー、終わってるわ、この内閣。いや、私だったら高市さんクビにできないんだったら、片山さつきさんを今すぐクビにしますけどね。ダメでしょ、この人。財務大臣でしょ、あなたっていう。まあだから、これが続けた結果何が起きるか分かってないんですかって、まあ本当に分かってなさそうなのが怖いんですけど、はい。なので赤澤さんがね事実上口を封じられてしまったので、もはや打つ手なしではないかなと思います。ガソリン補助金のねお金がなくなるまでジャブジャブとされるのではないかと思います。クソ上司ムーブいやだから赤澤さん実質首相並みに働いてるのにね、かわいそすぎますよね。でブルームバーグしか彼のね苦悩を語ってくれないというですね。愛知生さん、コンカラスです。自分の周りの簡単に認識できる範囲のことしか考えられない、考えたくないという人ばかりで嫌になりますよね。いや、本当ですよね。マジで。やっぱりそういう、なんていうか、まあ思想のね、距離感、遠近感が全くないみたいな批判を先週ちょっと取り上げましたけれども、だから自分の半径10センチぐらいのことでしかもの考えないのはやめてくださいよって思いますよね。はい。それ知性の問題じゃないからね。この後に及んで責任ある積極財政とかやりたいんか無理だよってだから諦めてくれよって思うんだけど、まあ諦めてないんでしょうね、片山さんと高市さんはね。はい。で、ナフサはなぜ確保できていないのかということで、日本ファクトチェックセンターがあまりにもね、6月で詰まるという、TBS ね、偏った、TBS のですね、報道特集のですね、コメントが、変更報道だと叩かれたので、日本ファクトチェックセンターさんがいろいろ分析してくれてるんですけど、興味ある人は全文読んでください。この図が分かりやすかったので、ちょっと紹介したいんですけど、まずですね、4月までの状態が、国内生成がここで、この濃い部分で、ちょっと薄くなってるのが中東以外、アメリカとかから輸入してた部分、そして中東からの輸入が約120万キロリットル月ですね。これが、イラン戦争に、愚かなイラン戦争により、イラン戦争というかアメリカ・イスラエル侵略戦争ですけれども、ゼロになったので、中東以外からの輸入を増やすことで対応すると、2倍に増やしたんですけれども全く足りてない中で、いわゆる川中の製品在庫の活用、常にできているシンナー製品とかですね、そういったものを活用しましょうみたいなことを言っていて、今4月の、14日なんですけれども、でもそれがすでになくなり始めてると。だから高市さんはいやおかしいって、もっと在庫があるはずだと言って、どこに目詰まりをしてるのか買い占めをしてるのかなんとかしなさいみたいなことを言っておられるんですけれども、そもそもさ半年も持たないんですよ。あなた皆さんちょっと想像してほしいんですけど、皆さんシンナー屋さんだったとするじゃないですか。シンナー製品をね缶に詰めて売ってらっしゃると、そういった卸売の仕事をしてらっしゃる、製造業とか卸売メーカーの方だったとして、自分のとこにシンナー製品あるけれども、このままでいくと半年どころか7月6月まで持たないかもしれない。そしてショートすれば私の会社は倒産し、家族ね、もう自分も路頭に迷うかもしれないとなった時に、企業はどういう行動を取るかっていうことですよね。売るわけないだろ、そんなものそんな大事なものだから絶対に売らないし、値段を3倍にしたりしてるわけですよね。当然の行動だと思います。だって政府が何もしないんだもん。で、川中の製品調達の強化っていうのは、要はインドネシアとか
かね、他の国からその調達しようみたいなこと言ってるわけですけど、まあ先週も紹介した通りね、フィリピンでは、牛乳パックに使うプラスチック材が取れなくて、牛乳売れなくなったりしてるわけなんで、そんな国から川中製品って取れるんですかっていう話ですし、まあ頼りになる韓国もね、ナフサの輸出を禁止しましたので、はい、ということだと思います。だからその TBS の専門家の人たちが言ってたのは、6月末までになんとかしないととんでもないことになるぞと、終わるぞって、日本が終わるぞっていうことを宣言したので、言い過ぎだとか煽り過ぎだとか、まあ散々なことを言われたわけですけれども、まあ当たらずも遠からずですよね。だって川中製品調達って要は海外からのそういった製品の輸出とか輸入とかができなかったら、もうね、7月末とかには在庫が尽きちゃうわけですからね、そりゃ終わりでしょっていう、だけの話だと思います。はい。永住権取り出し消し問題も本当ひどいですよね。だから、高市政権っていうか自民党政権、本当何一つ我々のためになることしてないんですけど、結局だからまあそのね、外国籍の方々に関しても当然そうですけれども、だから政府がちゃんとこういう危機の時に保障してくれないっていう感覚、政府不信が広がってるから、まあね、そういった防御的な行動に出る人がほとんどだと思うし、実際それが正しい行動なわけですよね。はい。いやー、せめてメディアがね、報道特集以外もね、頑張って報道してくれればね、少しは3月の状況違ったと思うんですけどね。いや、でも本当経済危機が目の前になってますよ。はい。ゼロプランで強制送還増えてるし、外国人政策自体がコロコロ変わるので、自分の在留資格がどうなるか外国籍の方は分かりませんと。マスクとかお米の時はそう同じこと言ってましたからね。だから自分で自分の身守れみたいなことしか言わないじゃないですか。そりゃ身守るでしょう。だって自分、川中製品、いわゆるだからシンナーとかね、油とか持ってらっしゃる方まだいると思いますよ。日本国内にそりゃ。いるけど、売ったら自分が倒産するんだから、そりゃ防御行動に出るでしょっていう、ただ当たり前の話でしかないですよね。はい。やっぱ鶴屋さん、コンカラスです。アルファベット3文字先生がナフサ枯渇はデマって言ってたもんってなんかしろと命令したらナフサが湧いてくると思ってる高市がやばすぎるっていうですね。なんかしろと命令したらナフサが湧いてくると思わせたいんだったら、要はそういったものを持ってる人に補助金を出して、あなたのところは倒産しないし食べていけるから安心しなさいって言うしかないんですよ。だから1兆円ぐらいね、防衛予算あるけど、中小企業保護に全部回してもいいんじゃないかと個人的には思います。はい。そして、まあ、橋本琴恵さん、先ほどちょっとコメントありましたが、溶剤がやばい、繊維もダメ、養生テープもない、調査勤めもから聞いた塗装屋です。早速、中路の対日工作、高市セオリー批判の先導が始まっていますね。安心してください。桃太郎は今日も在庫豊富です。と。まあこれが2万いいねぐらいされてたので、さすがに私ももう呆れ果てて言葉が出なくて、政治に興味がない人や左翼嫌いの人にも読んでほしいです。1から10まで全部ネタラメでしょ。これが平均的なネット右翼インフルエンサーです。私たちはこういうのを毎日反論しなきゃいけないんです。どうせ無駄だと思っていてもご情報を止めなきゃいけないんですと書いたら、なんか同情を集めてしまいました。はい。はい、ありがとうございます。リポストしてくれた人、ありがとうございます。いやー、でもね、毎日こういうのに反論してるからね。YouTube でも反論してるし、SNS でも反論してるし。だからもう嫌になるんですよね。何を根拠にこんなこと書いてんの、この人は。本当に。いい加減にせえやって。少しはニュース見ろって思うんですけど。まあ、この人たちのね、脳内世界にはもうついていけないですね。はい。モノタロウの社員か、橋本はって。でもそう、都合の悪いことを信じたくない人は結局橋本さんみたいな人をね、信じちゃうんでしょうね。いや、なぜかバズったんですよね、2回もね。なんか知らんけど。やっぱりナフサ危機では本当にね、やっぱりなんかそのね、危機感を持ってらっしゃる人多いんだと思います。不安ですからね、みんな。はい。いや、だからね、いい加減疲れますよ、本当に。巧妙でもない、ただの嘘だしっていう。ナフササプライチェーンの問題は海外より日本がずっと根深い。日本がナフサで悲鳴を上げてて、海外はナフサをあまり問題にしてないのは日本の特殊事情がある。海外はエタンクラッカーもあるし、ナフサをそのまま輸入したりしてないから冗長性がそれなりになるんですと。エタンクラッカーって私も詳しくないんですけど、要はナフサがいざって時になくなった時に、まあいろいろ生産できるね、施設とかがあるっていうことですね。なんですけど、日本は中東依存で国家備蓄もほとんどないと。米国はエタンクラッカーが主力です。中国はナフサ
エタンクラッカーに加え石炭からオレフィンというものを作れるので異次元の冗長性がありますということで、いやもうなんか中国からもらうしかなくねっていう私は土下座して高市さんをクビにしてですね、次の首相が土下座して中国からナフサを譲ってもらうしかなくなるんじゃないかっていうような気がするんですけど、まあでもね、高市政権である限りはそうならないだろうからな。で、ナフサ一連のサプライチェーンで代替手段ゼロだったのが、日韓だけだったと。で、韓国の、イ・ジェミョン大統領はそれで大慌てでですね、いろんなところ探してたわけですけど、先ほども言ったんですけど EV にもっと移行すべきであったというふうにですね、ユン・ソンニョルに対する批判だと思いますけれども、言ってたのは、事実ですね。はい。何が起きても中ロの対立工作みたいなこと言うんですね。いや、むしろ中国に頭下げなきゃいけなくなるんじゃないですか、これでは。いや、本当原発とか建ててる場合じゃないですからね。政府が SNS 上のナフサが足りなくなるという指摘を否定したのは4月6日です。この否定以降、ナフサ不足の可能性を語る民間専門家にはデモを流すんじゃないと罵声が浴びせられました。しかしそれから1週間してTOTOがナフサ不足を理由にユニットバスの新規受給停止に踏み切りました。リクシルも供給制限の可能性に言及していますということで、今業界を皆さん震撼させてるので皆さん見てると思いますけど、業界最大手でね、トイレといえばTOTOなわけです。トイレユニットバスといえばTOTOなわけですが、ユニットバスの受注を全面的に停止しました。住宅設備大手のTOTOは13日、ユニットバスの新規受注を停止、完全停止です。卸業者に通知しました。ホルムズ海峡封鎖の影響でユニットバスの製造に使う有機溶剤の調達に支障をきたしているということで、今後については未定ということです。あんまりね、なんだろう、リアルにつながる情報を言いたくないんですけど、私だからこういう感じの業界で働いてる人が割と友達にいるので、なんかね、謝りに来たらしいですよ、北海道支社の人ごめんって、突然13日にこんなね意味わからんファックス流してごめんなさいみたいなことをですね、でもごめんだけど売れませんのでみたいな話をしに来たそうです。はい。いやでも担当者の方もね、もう大変だろうなと思います。はい。ただもっと大変なのはやっぱ建築業者の人たちですよね。お風呂とトイレがないんですよ。だからお風呂とトイレがないのにどうやって住宅を建てろというんですかね。もう無理でしょ。で、ライバルメーカーのリクシルとかね、他のメーカーさんも受注を停止するのではないかというちょっと、状況に陥っているということです。はい。っていうですね。川中製品を求めるあまり、日本政府がサプライチェーンの国からナフサを巻き上げて、その国の経済を破壊してしまうことを考えてしまいます。いやでも最悪もそういうことしだしかねないからな。長年のあの方ですね、自民党支持者の方も最近ついに自民党を見放して深刻さが分かりますということで、なんか備蓄をね頑張りましょうみたいなこと言ってましたね。保守派の人はやっぱそうなるだろうなと思いますよ。中市の外交意味不明、中国に土下座できないのでデモなので私たちが引導を渡しましょう。いや本当にね、それしかないと思います。右翼のプライドのためにみんなが辛い思いするの嫌すぎますね。いや、再エネ強化絶対必要ですよね。これでようやく皆さんね、危機感持ってくれたらいいなとは思うんですけど、ただね、とりあえず目の前のことをなんとかしないといけないですからね。で、買い占め側とか言われるんですけど、だからメーカーさんが売れないっつってんだから売れないに決まってるでしょっていう。そうね、屋根の防水塗装もできないですからね。で今やね、なんか日本一のジャーナリズムメディアになってしまったロジスティックストゥデイなんですけど、製造業の受注停止、急拡大、ナフサ依存の急所直撃ということで、TOTOさんだけがね、なんかいきなり受注停止しやがった野郎みたいなことを言われてますけれども、決してそんなことはないということが一覧になってます。旭化成建材、TOTO、リクシル、福美化学、日本特殊塗料、田島ルーフィング、日清工業、エネオス、コスモ石油、出光興産、高井ペイント、愛化工業、オート化学工業、以下略ということで、日本に名だたる超有名化学企業がですね、受注制限、新規受注停止、受注停止、受注停止、新規受注停止、新な出荷停止、3月中出荷停止みたいな、だから3月からこれやるところは言うところは言ってましたから、3月末の時点で相当な危機感を持ってた人は、いや
こんなこと言ってる、旭化成建材が言い出してる、やばいよって言ってたと思うんですよね。私も見たし。でもそういう訴えにやっぱり耳を傾けなかったのが、まあ、すべての間違いだったと思います。はい。いや、村上さんがおからすです。来ていただいてありがとうございます。あ、TOTOの本社ってどこだっけ？ごめんなさい。あれでしたけど、見てなかったけど。ですね、高市は支持者のご機嫌ばかり取らないで、世の中のためになることは何か考えてほしいですね。いや、本当にね、あれ、こっちにも書いてないな。私のとこに、私っていうかね、知り合いのとこに来たのは北海道支社の人でした。はい。ということでですね。で、ライバルメーカーのパナソニックも、今日からですね、納期未定になったそうでございます。バス関係、トイレ関係ですね。はい。なので、どうやって新築物件を立たすんですかね。はい。わかりませんね。リクシル、タカラスタンダード、TOTOなどの大手だから潰れることはそうそうないかもしれないけれども、施工する大工さん、左官屋さん、内装屋さん、設備屋さんたちは文字通り干上がってしまいます。値上げではなく廃業に追い込まれます。積水化学は人手不足に対応するために大工を正規雇用することにしましたが、風呂、トイレ、配管、防水屋根、建築はどれか一つでも止まったら家は建ちません。補助金を出して備蓄を食い潰す前に需要確保に全力を挙げるべきではないですかね。イキリゲーと統計の数字遊びの前にですね。放浪の牙城であるタカラスタンダードまで懸念を口にし始めました。ナフサの枯渇にとって陥落したという絶望的な敗北宣言ではないでしょうか。タカラスタンダードだけは大丈夫だと思ってましたが、4月13日に、弊社製品の供給への影響があるということを発表されたそうです。いやー、だからね、もう来月もね、だからそうですね、私もね、放送しなくなってどこかに逃亡しているかもしれない。皆さん応援よろしくお願いいたします。あと他に影響があったといえば、ちょっと私のディスコードでですね、皆さん衝撃を受けてたのが松山由志さんですね。製品の販売に関するご案内、ただいま弊社ウェブサイトにアクセスが集中しておりますが、アミノ酸スキンケアトライアル、肌を潤す保湿トライアル、スキンケアトライアル、純米酒、ハンドウォームラベンダー、ハンドウォームグレープフルーツ、ハンドフォームユーカリというですね、スキンケアとかの大手の松山由志さんが、出せないと、販売休止しますということを言ってらっしゃるそうです。まあそりゃそうですよね。石油化学製品ですから、もろに直撃を食らってしまったんだろうなと思います。はい。だからこうしたね、化粧品であるとか、身近な製品からですね、何から何まで止まってしまう見込みが出てきた、恐れが出てきたわけですね。納期回答もらえない資材が原料が増えてきています。僕らも発注先のお客さんに回答できません。容器もノズルも原料もそうですが、パウチへの印刷もできないとか、エアゾールのアルミ缶がダメとか、かなり広範囲で確保が難しいものが増えてきています。メーカーや商社さんも国内外にいろんなところに掛け合って調整はしてくれているが、長くて去年実績が上限です。それもこの先どうなるかわからないみたいなものばかりです。毎日のようにそういう品目が増えていきますと。他にもですね、アスファルトが暴騰していて業界は悲鳴を上げているというような話もあります。すべて関係製品、化学製品ですよね。アスファルトは熱して柔らかくしないと加工できません。材料代が 1.5 倍になってもそれを溶かすための燃料代も高騰しています。田島ルーフィングさん、これ防水とかの大手なんですけれども、新規受注停止という極端な手段に出たのは、作れば作るほど赤字が膨らむ物理的限界を超えたからです。なんとかなるは何もしない人の言い訳ですよね。現場はそんなに甘くないんですよと建築士の方がですね、最近すごい怒ってて、もともとそんなね、保守寄りの人じゃないかと思うんですけど、ツイートとか見てると。はい。これ、でも言う通りですよね。本当なんとかなるって、精神論でなんとかなるみたいなこと言ってる人がね、何もなんかして、頑張ってなんとかしてくれたことってないじゃないですか。口だけなんですよ、あの人たちは、所詮。だから自分でね、なんか材料持ってきてくれたりとか、外交をして掛け合ってくれたりとかしないわけですから、もうやっぱやめてくれとしか言いようがないですよね。はい。衛生製品の枯渇は、これはオイルショックではないでしょうか。はい、そうです。最大手が受注停止なら中小なんて死活問題でしょう。また一時帰給とか従業員解雇とか出てくるでしょうね。いやー、それが怖いんですよね。私もね、立場が弱いので、障害雇用なので、我が社は別に建築業じゃないけど、いやー、怖えな。めちゃくちゃ景気悪くなって、なんか、そのね、いろんなね、やっぱ立場弱い労働者の人から首切りされるみたいなことが続発する可能性もありますよね。
で、衛生品なくなっていきますしね。はい。雑誌地平3月号にトランプの帝国主義や治安国家の特集がされてました。おー、地平さんはすごい頑張ってますよね。プラスチックを使ってない製品なんてない。建設業って自民党の支持基盤なのにあえて言うけどちゃんと立憲を守れよってね。それだから能登半島震災の時も言われてましたからね。結局だから立憲の人勝ったじゃないですか。私応援してたけどさ。もうええ加減にせよっていうね。長谷博が追放されたのにまだわからないのかって思いますよね。愛国国産レアアースも重油不足で発掘できなくなりました。はい。精神論は日程の得意技、たらるは工夫が足らる、贅沢は敵だっていう。ほんと無田口蓮也みたいに見えてきましたよね。で、まあちょっと郊外企業として悪評高いライオンさんなんですけど、ライオンも医療洗剤が販売できないと言い出しているそうです。はい。ライオンが医療用洗剤の新商品の販売延期を決めたことが、14日分かりました。原油由来のナフサから作る海面活性剤などの調達見通しが不安定になっているということで、ありとあらゆるやっぱり製品が影響を受けていると思います。富士製鋼、ちなみに先に、先ほどのね、レアアースの話って皆さん結構忘れてると思うんですけど、レアアースに関して言えば中国における輸出規制には全く終わったわけではございません。タングステンの対日供給が現在極めて不安定な状況になっており、タングステンをね、扱う富士製鋼さんが、ですね、影響を受けて、タングステンパウダーの確保できないという発表もしているそうです。こういう企業さんはね、だから石油製品も手に入らないものだからね、ダブルパンチですよね。本当に。高市のせいでどこまで悪くなるんだという感じなんですけど、いや、ほんと仕事なくなったらどうしようって思っちゃいますよね。不景気は決めると思いますよね。戦時中に石油輸入停止した時以来のやばさだと思いますよね、本当に。で、こんな状況なんですけど、さらなる危機としては、中東の LNG 困難の影響により、夏の電力不足のリスクにさらされているということで、これはなぜかロイターが報じてます。なんでロイターが報じるんですかね、こういう話を。13日なんですが、日本の夏に空調増加が増加するので、今ですね、イランの攻撃で LNG 施設が破壊されてしまったじゃないですか。日本は、中東からですね、LNG を 6% しか輸入してないので、大した影響はないというような話が言われていたんですけれども、なんですけれども、日本の LNG 輸入量の一方で 60% が発電に利用されてるんですよ。なので、地味に効いてくるんじゃないかと。このまま、カタールのですね、LNG 施設はもう復旧の見込みがないぐらいの、イランの総攻撃によって大ダメージを受けてしまって、で5年とかかかるんじゃないかというふうに言われているので、だからこのままですね、石油エネルギー不足が続いた上に LNG 輸入量もですね、減ってしまうということになると、石油ガスを生成することも難しくなってくるわけですから、やばいんじゃないのという。だからまた計画停電とかするんですかというですね。だからそろそろこの辺の話もですね、ちゃんと議論していかなきゃいけないのに、政府はそれ以前の段階で止まっちゃってるわけですよね。はい。なのでこういうのは恐怖煽りでも何でもないと思います。サーズデーさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。私は清掃業の人間なんですが、洗剤洗い容器で、それはでも物に影響出ますよね。洗濯洗剤ニュービーズ多めに買いました。ナフサ不足は民間の事情が足りないと特別請求はユーロかなと思います。いや、ほんとふざけんなって感じですよね。お前がアメリカとイスラエルを非難しないからだろって。っていうか、イランと交渉しないからだろと。でまたイランが悪いという話になるのかもしれない。確かに LNG 施設を爆破したのはやりすぎだと私も思いましたよ。明らかに不当な攻撃だったので。だけどもですよ。だけどもやっぱりイスラエルとアメリカが侵略したのが元を正せば悪いですからね。この状況をバレたら誰なのかって感じですよね。最悪ガス貯められても生存できるようにウッドストーブを注文しておきました。すごい用意。はい。もちろんね、備蓄とかね、そういう用意ができる方はした方がいいと思います。ただ、やっぱりできない人はできないと思いますし、私もね、できないと思うので、そんな、どうすりゃええのって感じですね。中国から肥料原料止められないのは本当に助かります。いや、でも中国、温情的なことやってくれてますよね。だからね、全部止められてるわけじゃないですからね。かなり、やろうと思えば、だから日本をね、干上がらせることできるはずなのに、
やらないっていうのはね、まだやっぱり、日本は全てダメだと思ってるわけではないと思うっていう感じだと思うんですけどね。だから中国とイランと交渉できる人に変えてほしいよ。本当に。うちはプロパンガスだけど原油からだ。製造業でなくてもそれらが販売されないのであれば広告代理店も販売店も仕事がなくなるまで全てつながっていきますね。はい。生活と政治が密接に絡んでますからね。韓国がイスラエルに対して模範解答を出してるの眩しすぎる、連帯してくれ。はい。ですね。いや、ほんとね、だから中国とイランの温情のおかげで持ってるというのはね、思った方がいいと思いますけどね、もっと日本の人は。先ほどから、切削油の話出てましたけど、潤滑油も手に入らなくなっているということです。藤本製作所さんの公式ですが、もう少し早く動くべきでした。私の責任です。弊社のストックがなくなって機械のタンクにある油がなくなれば機械を動かせません。現状では祈ることしかできませんということなんですけど、ちょっと厳しいというかね、批判ではのつもりではないと思うんですが、フォロワーのミムネさんなんですけど、これが一般的な日本人の感覚なんだろう。自分たちの仕事や生活がどれだけ危機的状況になろうと政治に訴えようという選択肢が浮かんでいない。失政は人災なのに天災かのように祈るしかできない。でも政治を変えないとこのまま悪化し続けて本当に国が終わってしまう。政治を変えられるのは国民の怒りの声だけですと。逆に言えばみんなで政治家に怒って主催者である私たちの言うことを聞かせられれば状況は変わるので、デモに行きましょうということですね。全くその通りだと思います。やっぱ危機感足りないし、藤本さんはその謙虚にやっぱ言っただけだとは思うんですけれども、自分のせいじゃないんだから自分のせいじゃないって言っていいんですよ。政治が悪いから。だからこういうね、町工場の人が苦しんでるのおかしいじゃないですか。おかしいんだから、おかしいことはおかしいっていうふうにやっぱり言うべきじゃないかなと思いますね。はい。そうですね。なんだかんだ言って日本が潰れたらね、中国にとってもデメリットあるから、こうしてくれてんじゃないかと思いますけどね。はい。いや、私だってね、中国共産党のやり方には賛同してないですけど、そりゃね、賛同はしてないですけれども、それとこれとはまた違う問題ですよね。おむつや生理用ラプキンなども危険ということなので、貧富の格差がさらにダイレクトに健康に来てしまいますよね。はい。輸出停止の内容、尿素、リン酸アンモニウムの輸出が8月まで自由停止。これ日本の詰将棋でもしてるのか。どうにかなんないのとか言いながら自民に入れ続ける人もどうかしているということですね。そうですね。自民党に入れることはね、自爆的というか自滅的行為ですからね。アメリカが海上封鎖してイランと交渉しなかったことが生きたという投稿を見かけたけど、いやー、全然意味なかったと思いますよ。だって、イギリスとかフランスとか、スペインだって、イランと交渉して何隻か通してもらったけど、アメリカのせいでダメになっちゃったっていうだけの話だから、日本も同じだったんじゃないですかね。はい。そしてロイターはさらに厳しいコラムを書いてくれてます。イラン攻撃で浮き彫りになる日本特有の正常性バイアスということで、災害が起こっても、自分だけは被害に遭わないと信じて回避行動を取らない人がいる。心理学ではこうした行動バイアスのことを正常性バイアスと呼んでいる。大衆心理はたとえ危機が起きている最中でもいつまでも正常なままでいられるという感性力に流されやすい。日本ではイラン攻撃によって石油消費をいくらか節約しなければ輸入されてくる原油の量が制限されて備蓄の取り崩しでも必要量を賄えなくなる日が来るかもしれない。節約を考えずにイラン攻撃の前のように電気ガスガソリンなどを使っていると石油備蓄はもっと早く底をつく可能性もある。識者の中には1日の消費量が実際は300万バレル以上あり備蓄日数が5ヶ月分ぐらいしかないという人もいると。人々に強い正常性バイアスがあるとき、政府は日本は十分な備蓄があるから安心してくださいと説明すると、消費量が減らずにかえって備蓄日数が短くなってしまう恐れがある。それよりも万一に備えて不要不急の自動車の利用は控えましょうなどと訴える方が備蓄を温存できるので好ましい。筆者は政府は国民を啓蒙する形で万一に備えた節約を呼びかけることを望んでいると、いうことで、なんでこの記事がロイターに載るんですかね。第一生命研究所の首席エコノミストの方が書いてらっしゃるんですけどもうだから大手新聞社がこれを書けよというですねはい。生理の貧困とか拡大しそうなの本当恐ろしいですよね。
選挙も、不正選挙武蔵使ってるから選挙で勝つの無理ないよって。不正選挙はさすがに今はしてないと思うけど、なんだっけ。日本はですね、だからゲリマンダー的に、自民党に都合のいいところに選挙区分けとか分けられてるから、やっぱり野党は不利ですよね。はい。安心材料何もなかった。メローニ首相は中東外交してるの同じ極右なのにね。ロイターとかブルームバーグは、海外メディアの方が当てになってしまうんだよな。だからガソリン補助金とかやるべきじゃないんですよね。そもそも石油の備蓄も250日もあるのではなく250日しかないと捉えなきゃいけないですね。はい。自衛隊は待遇優遇されてる一方で人権的には課題があるかもしれないですね。いやだからね、私もそうだけどね、だから蓄えがそんなないからね、備蓄できないわっていう話なんだよな。はい。ということで、さっき、お名前出てたガラメさんですけど、原油備蓄の尽きた国、フィリピンやインドでは庶民が収入がなくなる、食品すら買うのが困難になる、生活困窮で治安が急速に悪化している。恐ろしいのはデモをしようが何をしようがないものはないという残酷すぎる現実だ。なぜ俺や他の有識者が備蓄を進めているかご理解いただけるだろうかと、いうことでですね。フィリピンニュースなんですけれども、アカウントなんですけど、これはインドか。インドで燃料危機が食料危機を圧迫し、労働者が抗議デモをしていると。で、LPG 価格は闇市場で通常の3、4倍に高騰し、生活困難に陥った労働者が工業地帯で暴徒化し、放火や警察との衝突が相次いでいますと。混乱はインド全土の供給網を脅かす深刻な事態になっていると。まあ、インドは極右政権なので、まあ、こういうのをね、弾圧しているというのは確かなんで、その前提で見るべきだとは思いますけれども、人事じゃないですよね。だから日本の場合、本当で、これに乗じて、だからマイノリティの人に対する攻撃とかが起きかねないので、はい、社会の雰囲気的にね、恐ろしいと思います。秋野りょうさん、ここからです。いや、ほんと建築中の現場終わらなくなるんじゃないですかね。だって風呂もトイレもつけられないからね、新築できないですからね。デモ参加も CNN や BBC など海外メディアに報道してもらって外圧で政治を変えるしかないですね。天才以外のために備蓄しなくてもいい世界がいいです。ガソリン補助金が愚策なのは金積んでもないものはない状況を進めてるから。いや、全くですね。だからナフサに補助金出さなきゃいけないのにガソリンに出してますからね。いい加減にせえよ、お前。本当に。備蓄はあくまで時間稼ぎにしかならないのに備蓄あるから大丈夫ってぼんやりしていくうちに備蓄はなくなってしまうと思いますと。そうですね。だからインドは備蓄が少ないので、まあこういう状況になってるわけ、すでになってるわけですけれども、目の前に迫ってますよね。そして、しかし日本政府の人たちはね、高市さんみたいな人ばかりではないはずだ。何を考えているのかということなんですけど、米イラン戦闘交渉継続に臨み、日本政府次回以降に期待。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことに関し、日本政府から13日、交渉継続に望みをつなぐ声が相次いだ。政府関係者は今回はまとまらず残念だが、水面下でやり取りが進むだろう。外務省幹部は交渉がすぐに終わるとは思っていなかった。次回以降に期待。イランは交渉の場を離れていないとの発言に触れ、米国がイランをすぐに再攻撃することは考えにくい。いや、イスラエルは再攻撃するんじゃないの？まだ戦闘が終結したとは言えず、現状では、ホルムズ海峡を通過する自衛隊を派遣するのは難しいだろう。自衛隊を派遣しないでください。だからさ、結局この人たち、トランプが何とかしてくれるのを待ってるだけなんですよ。加減にせよ、お前ら、本当に。そうじゃなくて、イスラエルとアメリカに何とかしてくださいって言わなきゃダメな立場じゃないですか。なんで言わないんですかね。もう、本当にいい加減にしてほしい。まあ、こういう政権をね、選んでしまったのは、日本の有権者に責任があるかもしれないけど、私は高市さんに投票してないし、もう、本当に。だから外務省とか、だから官僚の人たちまでこんな感じではですね、まあ、とてもじゃないけど、ちょっと難しいですよね。トランプがまともに交渉をまとめようとするわけないじゃんって。事実だけ並べましょう。21時間のマラソン交渉が決裂しました。JD バンスが最終かつ最良のオファーを言ったが、イランは拒否しました。米軍は本日からイラン港湾の海上封鎖を開始し、イランは海賊行為に等しいと米軍の行為を批判しました。道筋はどこにあるんでしょうか。ニューヨーク原油は$100割れしてます。トランプが喋る原油が動く道筋が出た後安心する人がいると。
ナフサの船は、道筋ノットイコール市場のセンチメントであり、ナフサの船は言葉では動きませんと。はい。なので戦争が終わらない限りはこの状況は続くと思います。なんて次回に期待っていういや、信じられないですよね。見出し確かに次回に期待って書いてて、共同の悪意じゃなくて本当に次回に期待って言っちゃってるんですよ。なんでこんな人事なのって言ってよ。いやー、高市さんはもう責任放棄してると思いますね。官僚の人たちもそれでは困るんですけどね。備蓄も保存手段にも制限がありますから、数ヶ月年単位まで耐えなければならない可能性まで考えるともう現実的じゃないですね。いや、本当にね、だから戦争を止めて、ホルムズ海峡を通るしかないですよ。はい。中国とか外国人批判で他の課題や人権侵害がうやむやになってるかもしれない。いや、だから結局ね、そういうのが目くらましみたいになっちゃってますよね。はい。それどころじゃないのにね。いやー、私だって自民党には入れてないのに、ここにいる人で自民党に投票した人ほとんどいないと思いますけど、本来なら唯一の同盟国なのでパキスタンみたいな立ち位置もあり得たはずなんですけどね。はい。2ヶ月でここまで状況がでんぐり返るとは、うちも投票するときは絶対に自民党を選びません。皿数とか言った人たちに殺されるのは嫌というですね。はい。で、その高市さんはどうなってるのかというと、完全に引きこもり状態になっているのではないかと、また週刊現代が書いているんですが、週刊現代なのでね、話半分に聞かなきゃならんところはあると思うんですけど、以前紹介したように、今井孝也、さんとの対立があったと。で、その噂が立ってるんですが、今井さんとの対立だけではなく、総理は完全に一人暴走状態です。防衛省はもちろん元防衛省の木原さんでさえ、自衛隊派遣などありえないと首を横に振っています。ところが総理は、艦船出したらええやん、なんとかならないのかと言っており、できない理由を並べられると露骨にイライラを爆発させています。官邸内ではもはや修復不能な圧力が生まれ、総理は孤立しています。何が何でもなんかホルムズ海峡に自衛隊を出したくて仕方ないのに、周りの人たちが止めてくるので、なんでやねんみたいなことを言いまくっているそうです。はい。いやー、信じられないな。さすがにただ、参院自民党がね、高市さんを批判し始めているという話、以前も取り上げましたけれども、なんか呆れ始めていた人たちは、小泉進次郎さんを持ち上げてですね、菅元総理に近いガネーシャの会を束ね、進次郎をみこしに据え、新たなですね、総理大臣誕生だという、次こそ進次郎だみたいな、ことを言い出しているそうです。進次郎じゃ無理じゃないですか。だからこの国難をなんとかしなきゃいけないんですよ。この国難をなんとかしなきゃいけないんですよ。どういうつもりなんですかっていうか今だっていいと思ってんの本人的にも嫌じゃないの。どうなんでしょうね。はい。いやー、でももう絶望感がありますよね。だって高市さんいなくなっても進次郎なんですよ。どうすりゃいいのもう。私たちがね、結局こういう自民党政治をのさばらせてきたからなのかもしれないですけれどもね。いや、さすがに経済崩壊は勘弁してくださいよという感じなんですが、誰か一人でもいいから、イランと交渉してなんとかしてみたいな方向性に行く人はいないんでしょうかね、自民党内に。困ったなぁ。はい。ということでですね。ホワイトハウスもインサイダーしまくって注意されているぐらい遠い地の命をかけていると。政府には期待できないかといって弱者を見殺しにはできない。住民レベルで相互扶助の基準を整えなきゃいけないかもしれない。いやー、そうですね。ただね、でもそれでも限界がありますからね。できない理由を考えるのではなく、中国と交渉してください。自衛隊員は本音と建前があると思います。家族を守りたいと言ったけど、イラク派兵の際は不安を口にしていた。いや、ほんとね、だから、なんか海峡派遣するとか派遣しないとかなんか気軽に言ってるけど、自衛隊員の人が実際に戦地に行くこと考えてんの高市さんはって思うんですけど、私は絶対反対です。当たり前ですけどね。やりたいことはいつも憲法が妨害すると言ったらしい高市。小泉も普通に嫌です。日本の師匠の脳内は漫画やドラマで見たようなファンタジーでできているかもしれない。強く言えば物事が動くと思ってそうってだったらイランに言ってくればいいんじゃないですか石油くれってはい。いや結局自民じゃダメなんじゃないですかね。
経由ビザ資本金3000万円もひどいですよね。ずっと無理だって外国籍の人たち言ってるんですけどね。なんであれもわからないのかなという。だからなんか現実を本当見て政策を決めてないような感じがしますよね。寺正則とかめぐみとか自衛官の君が代清少とか原油枯渇をごまかすための煙幕じゃないかという気がしてきます。人災しかもたらさない政権。岸田いやでもまだ岸田の方がマシだって思っちゃうのが悲しいな、ほんと。いやーでもほんとね、結局自民党の一党支配がずっと続いてしまってますからね、こういう人ばかりになってしまってるんですけど、まあ今更ちょっと最後に取り上げるんですが、関係令会長が怒ってるそうです。中東情勢めぐり政府に苦言。関西経済連合会の松本会長は14日の定例記者会見で中東情勢をめぐり欧州連合の主要国が手を結んで戦争を阻止しようとかなり精力的にやっている。日本はそれでは欠けているのではないかと政府の対応に苦言を呈した。遅いわ。それを普段から吉村さんに言っといてくださいよ、あなたはって。まあでもまあ言わないよりはマシだと思います。はい。言ってくれたことだけにはまあちょっとムカつくけどお礼を言っておきたいと思います。ありがとうございました。はい。いやでも経済界の人たちほんと死にたくなかったら言ってください。マジで。あなた方だって無事じゃ済まないはずだし、だから中小メーカーの人たちとかみんないなくなったら困るでしょ。だから経済界総出でもう、だから高市さんなんか羽交い詰めにされたとかなんとか言ってるけど、高市おろしをしてくださいよ。得意技じゃないですか、あんたたち。もういやでもまあ左右結集してね、本当ね、このめちゃくちゃな政権を止めないと、ちょっと今回の石油危機はですね、取り越えられないのではないかなと思いました。はい。ということでですね、高市政権による石油ナフサ危機でございました。憲法がちゃんとやべえ権力者縛ってるのを見て改めて会見させちゃならねえと。いや、ほんとね、絶対会見させちゃダメですよね。この政権を見てれば見てるほど思うんですけどね、かえって逆効果ですよね、やってることが。やりたいことはいつも憲法が妨害する。政治を向いてない。政治向いてないのでは。もっと早くに起こってほしいわ。今日経営管理ビザのことは内越桜記事が、議員が聞いてくれました。入管の答弁はこんにゃくでした。ありがたいですね、いつも。官僚令君もまともに聞かないんじゃ現実など見えていないでしょうね、高市さんは。なんと産経の記事もあるというですね。いや、産経はね、さすがに経済界の意向は聞いてるはずなんですよね。斉藤元彦も批判してましたからね。だから憲法とね、憲法を守らなきゃいけないし、その憲法と法原則と経済はね、左右関係なく守らなきゃいけないんです。それを自民党の人たちは理解してください。憲法を変えないでください。はい。ということで、自民党政権の話でした。ちょっとね、すいません。皆さん大変うんざりする内容だったと思うんですけど、今回ちょっと長めにですね、あるちょっといいことがあったので、いいことの話をして最後終わろうと思うので、ちょっと水飲ませてください。はい、失礼しました。よかったらチャンネル登録、高評価、引き続きよろしくお願いします。はい、ということでですね、まあ皆さん本当にうんざりしてきてると思いますけど、今こそですね、民衆の歌を歌わなければいけません。ということで、世界各国の、まあ、抵抗の運動の話やデモの話などをちょっと最後したいと思います。ネギクショさん、コンカラスです。改正96条、この憲法の修正は3分の2以上の議会で国会がこれが発議し、国民に提出してその承認を得なければいけないということですね。はい、その通りです。おいそれとすぐに改正できるものではありません。はい。ということでですね、ちょっと、各地の反戦デモ等の話、反戦デモや、など政権交代などの話をちょっとしていこうと思います。ちょっと動画流しますのでご注意ください。
はい、ということでですね、ハンガリー・ブダペストでの、野党勝利後の歓喜、数万人の人々が地下鉄に溢れ出したということでですね、なんと、オルバン・ビクトルによる独裁政権がずっと続いていたハンガリーで政権交代が成し遂げられました。しかも流血沙汰にならず普通に政権交代しました。すげえっていやー、やってくれましたね。まあ確かに2年ぐらい前から、オルバーンのですね、まあさすがに、EU 全体からもう批判が集中してたので、まあ長くはないだろうと言われてはいたんですけど、まあロシアがね、あんな感じでプーチンが元気なのにまさか打倒できるとはっていう、ハンガリーでオルバーン氏の圧倒的敗北、ね、199議席ぐらいなんかハンガリーあるらしいんですけど、まあ見込みだと130議席ぐらいですね、この、野党ティサ党になる予定だそうでして、すげえなって今回の高市自民並みに圧勝しとるという、感じなんですけれども、まあオルバーンは政界を去るんじゃないかと言われてます。We are the champion を歌って喜ぶ市民たち、動画を拡大してみると喜んでハグし合う人々の姿や嬉しそうな表情が見える勇気が湧きますということでですね、いやほんと良かったなと思います。まあロシアの手先ね、権威主義の権下と独裁者と言われたですね、オルバーンがついに、まあ16年、権力の座にいたわけですけれども、倒されたということですね。はい。ということでですね。ガタさん、こんからすです。来ていただいてありがとうございます。そう、3分の2取ったからね、なんとか憲法改正とかね、LGBTQ に対する差別的な法律とかいっぱい作ったんですけど、オルバーンのせいで、そういうのをなんとかしてくれるんじゃないかという期待は集まってます。無血革命だ。オルバーンがちゃんと負けを認めててまともだと思ってしまいました。感覚が麻痺してましたね。まあさすがにトランプのようにね、無様にね、あれしなかっただけ良かったですね。はい。そう、トランプが応援してバンスも応援に行ってたんですよ。ね、負けやがったからね、ざまーって感じですね。本当に。外れの中から外れのまだましな外れを選ぶものと言ってリアリストぶる日本人は投票する野党がいないからと甘えたことを言って自民党を退場させてしまったと。まあただね、ただ T サ党も T サ党でいろいろ戦略的なことをやってはいるので、ちょっとそれは説明します。トランプもプーチンもオルバーン支持だったのでどうにかならないかな。ネタニヤフの盟友の人でもありましたね。そうですね。はい。次はネタニヤフだという感じですね。はい。なんですが、基本的にですね、今回ボスにティサ党のボスであるマジャール、ピーテルさんなんですけれども、彼は保守派です。もともとオルバーンと同じ政党にいて、だからまあ石破みたいなポジションですよね。思想対立は避けてその腐敗ぶりを強調し、まあ LGBTQ 政策に関してはまあ、頑張れみんなみたいな感じで、ちょっと言いつつ、一方でインフレ、低賃金、医療、交通、鉄道、腐敗といった日常的な不満に絞って訴えを継続し、地方と若者を重視して、まあ伝統派を演出して、まあ右翼保守勢力も説得したということで、中道とか国民の人たちになんかこれに比べるとすげえやっぱりダメなんだなこの人たちっていうのはちょっと思っちゃって、ちょっと厳しいものがありますよね。だからインフレ対策しなきゃならない時に減税したりとか原発とか反ドとか言ってたのはやっぱりずれてたと思いますよ。だし日本だってね、大正デモクラシーとかね、戦後民主主義の伝統があるわけですから、ね、ちゃんとだからリベラル派も保守派も共通できるね、ポイントっていうのを探すことはできたはずなんですよ。はい。まあでもこれできるね、マジャールさんほんとすごい人なんですけれども、それは後で紹介します。ハンガリーの市民に拍手ですね。まあここでペテル・マジャールについては話しておきましょう。まず最初に女性らしくない言い方をしますが、君たちハンガリーでこの2年間に何が起きたか分かんなかったというハンガリー人女性の方がちょっとすごい面白かったのでちょっとスレッド紹介するんですが、あくまでこれ個人の見解です。
気づいたかどうかわからないが、彼はですね、もともとオルバーンから解放を我々をしてくれたと。オルバーンに勝つ選挙に何が必要か知っているか。ただ党を作って選挙運動するだけではダメだった。ルールはひどく不正に操作されていた。ハンガリーは選挙区割り操作でめちゃくちゃにされた。政権は汚い手を使った。どっかの自民党みたいですね。マジャールは絶えず嫌がらせと挑発を受けていた。彼の電話は軍事用のスパイウェアで盗聴されていた。彼のガールフレンドは、オルバーンのフィデス党のエージェントであることが判明した。彼についての AI 生成のゴミ情報が毎日有権者に提供された。ロシアのエージェントが彼に対する中傷カンペを作成していた。彼の運動はスパイだらけだった。国家安全保障機関が彼の IT システムを破壊し、データ漏洩を実行するために投入された。変なビデオで脅迫された。全国は彼についての嘘を広めた。決してでも彼は揺るがず、2年間で327の町を517回訪れ、174のうち161の教区を訪れ、常に群衆の中に赴き、常に学習し、常にセリフを取り続けていた。しばしば日に6つか9つの町を訪れることに成功し、彼らに恐れるなと語りかけた。ハンガリーにある全ての良いものを人々に示した。16年間の惨めな年月、自分たちはここに属さないと教え込まれた後、人々は再び祖国に誇りを感じ始めました。ハンガリー人たちが今、互いの肩に寄り合って抱き合い、混雑した地下鉄の車内で愛国的な歌を歌って旗を振らってクラクションを鳴らしている姿をあなたを見る気がないなら私は何を言えばいいのかわからないし、マジャールはこの子まで私たちを導いてくれたということですね。中道派で保守的な人物か、それはそうだが、民主国家と法と支配を信じていて、彼の仕事はハンガリーがそれをつって戻すことであると。民主主義のために結集したのですからね、細かいことはね、これから考えていけばいいのですという感じですね。いや、しかしこの人すごいなってここまでの妨害にあっても折れないのはやっぱりちょっと超人的ですよね。これ確かに多分持ってるとは思うんですけれども、やっぱりなんか日本のね、リベラル派にもこういった嫌がらせにね、やっぱり怯えてしまうっていうのは当然だと思うんですけど、やっぱりそれに屈してはいけないんだなというのは感じさせます。はい。ですね、ネタニヤフとトランプを逮捕しよう。自民党はさすがにここまでしないですね。さすがにここまでしたらちょっと犯罪組織だろって言いたくなりますけど。はい。議員定数削減まで実行したらね、まさにオルバンっぽくなりますけどね。はい。何気に山本太郎が近いことやってた気がする。最初の頃はすごい頑張ってくれてたんですけどね。そうですよ。向こうが汚い手を使ってきた中で勝ったっていうのは本当すごい。石破司法は右派だが、左翼からも評価されたのは民主主義のプロセスを軽んじなかったからですね。はい。そうですね。沖縄についてもね、それなりに謝罪する動きありましたからね。ただ、左派についてもですね、ハンガリーの左派は別に、だから彼が保守派だからって妥協したわけではないかったと。すでに都合のいい解釈が飛び交っており、ハンガリーの左派は敗北したと言われている。ゲームに参加して負けたのである。オルバーンを右翼に打ち負かされたのだから、ヨーロッパの左派は何も変わっていないと。このような主張は恥ずかしい。ハンガリーの左派は一人も立候補しなかった。なぜなら一議席も争わなかったから一議席も負けなかったのであると。2010年までハンガリーを統治した社会党は、2月20日に選挙戦自体を撤退し、緑の党、対話党、LNP 党、解決党などの左派政党はですね、全部撤退したそうなんですよ。だから全ての票を、ですね、マジャールさんに集めるために、左派が人民宣誓を結集して、とにかく彼を勝たせないとオルバーンの支配が終わらないから投票率 79% で、ですね、勝つっていうですね、マジャールそのうち 58% 取って勝ったんですけれども、記録的大勝をしたわけですよね。だから正直民主制度が崩れてる時は一回オルバーンを追い出してしまえばその後制度改善をできるわけじゃないですか。で、民主主義者なわけだからやっぱり話が通じる人をねトップに据えるっていうのは戦略的には勝利ですよね。だから左派の敗北として語るものは事実を逆転させているのであると、我々は戦略的に選んだのだと、バカにすんなという、コメントですね。はい。なので私もねちょっと最初ねマジャールさんについて調べたときはこの人保守派だからそういうことなんだって、石破さんみたいな人なんだへーって感じで見てたんですけど、ここまでの覚悟を持ってたというのはすごいですね。もう全員撤退させるってなかなかできることじゃないですよね。日本の人たちをちょっと見習ったらどうすかという全員一致でってやるのはやっぱり無理なので、やっぱり野党の協議の上でねどこにどこの候補を出すかっていう風にはしなきゃいけないと思うんですけど、やっぱり野党共闘って間違ってないじゃんって思いますけどね。はい。
そうですね。石破さんのね、原則原理を守ってくれてましたからね、そこは本当評価されるべきだったと思いますよ、もっと。日本の左派がずっとできなかったことですね。投票率が、全ハンガリー市民のだから 79% が投票し、そのうち 53% が、マジャールさんに投票したと。だからまあ圧勝ですよね。はい。だからまあ自民党なんかはね、投票率 50% の中で今回高市さんに投票したのが 25% でしたっけで、こんなことになっちゃってるわけなんですけど、はい。まあそれに比べればね、やっぱり大差があるなと思います。そう、野党の潰し合いが結局ね、自民党を助けちゃってるわけですからね。はい。同胞たちが私たちの民主主義は死んだとか戦いを続ける意味はないとか言っているのを聞くとハンガリーの人々が決して希望を失わなかったことを考えてほしいと伝えたい。たとえ15年にわたるオルバーンの独裁の後でも、ハンガリーの人々はこのように集まったのであると。いやー、これすごいですよね。全員人ですよ。まあ、ここまでやっぱりできたらね、日本もそれは政権交代できるだろうっていう感じですけれども、まあ、まだやっぱりこの域にはね、到達できてないと思いますけど、みんなろうそくを灯してね、ちょっと韓国のデモを思わせますよね。はい。政権交代を願っていたと。まあ、24年ぐらいからこういう活動をずっとしてたわけですよね。はい。そしてブダペストの通りでマジャールの勝利とオルバーン失脚の祝賀中に起訴する2人の男たち、私にとってこれらの時間の中で最も美しい写真であると。で、まあ、オルバーン政権といえばやっぱり言わなきゃいけないのは LGBTQ の人たちに対するひどい弾圧ですね。まあ、ロシアの、LGBTQ 宣伝禁止法みたいなのを援用して、ここに LGBTQ の人たちはいませんみたいな LGBTQ フリーゾーンですみたいなことを言いまくったりとか、まあ、そういったね、BL とかそういったコンテンツをね、禁止したりだとか、まあ、めちゃくちゃもうひどいことをやってたらしいんですけど、まあそれでですね、今回まあ右派政党なのでいきなり同性婚が実現するとかそういった異色飛びのことはね、改革はないと思うんですけれども、そういった不当な、法律ですとかね、ものを撤廃するっていうことはね、ティサ党はかなり期待できる、マジャールは期待できると思うので、それはね、皆さん喜ぶでしょっていう話ですよね。いや、本当良かったと思います。はい。そうですね。小選挙区制の問題点でもありますよね。投票率 50% 国としてやばいし、民主主義ではないよなっていう。やっぱり 70% は欲しいですよね。やっぱりそれぐらいの勢いがないとこういう光景って見られないんじゃないかなと思いますよね。はい。そしてテルアビブの看板、がありましたということですね。ですね、イスラエルの、反体制派の人たちも頑張ってくれてるわけですけど、オルバーンアウト、ネタニヤフネクストというですね。まあみんなそう思うよねっていう。まあオルバーンの親友であったネタニヤフさんの運命はいかにという感じでございます。はい。で、まあ、各地の抵抗運動の方々ももちろん頑張っております。ロンドンなんですが、パレスチナ抗議活動に参加した、マッシブアタックのですね、3D さんが逮捕されました。はい。本物のマッシブアタックです。ロバート・デルナジャさんが、禁止されている組織パレスチナアクションへの支持を示した疑いで逮捕されました。イギリス政府はですね、意味がわからないことにパレスチナアクションっていうなんか団体をなんかハマスの仲間だとかテロリストだとか言ってるらしくて、一応パレスチナ連帯を叫ぶこと自体は違法じゃないんだけど、パレスチナアクション支持みたいなことを言うと逮捕されるらしいんですよ。なんだそれって感じなんですが、でも 3D さんはですね、ロバート・デルナジョさんは、わざとこの甘味を持って、デモに参加したので逮捕されてしまったそうでございます。なんか5月から世界ツアーに出る人を逮捕したら、まあ、結局ね、BBC がこうやってね、報じてしまうし、まあ、その効果も狙ってのことじゃないかと思いますけどね。はい。デルナジェ氏は逮捕前、記者協会に対し逮捕の可能性が自身の音楽キャリアに影響を与える可能性があるにもかかわらず抗議活動に参加したいと語った。ミュージシャンである以上、旅行やビザの取得ができないかもしれないという不安は当然あったが、私はこれは馬鹿げていると思った。警察が再び人々を逮捕するために U ターンしてきたので、さらに馬鹿げていると思い看板を掲げたということでですね、マッシブアタックを聞きましょう皆さん、ということでですね、いやでもこういうミュージシャンがいるのやっぱりイギリスすごいなと思いますよね。イギリスも保守的でひどい国だと言われてますけれども、やっぱりここら辺が日本とのだいぶ違いを感じるなというところではあります。はい。
ハンガリーはもちろんね、生活に困窮して非常に機運が高まったというところはあります。オルバーンね、結局インフレをうまく対策できなかったらしいんですよ。で、ちょっと私も今回 BBC とか見て限りなんであれなんですけど、それに対する生活不安っていうのが、極限に溜まってて、インフレ、低賃金、医療の不備、鉄道交通ですね、の不備、そして、ロシアとの癒着や腐敗っていう条件を指して、あんなやつに任せてたらね、結局ロシアに金を流してるだけだというようなことをマジャールさんは言いまくったそうです。はい。それは倒れるわなというロシアと繋がってなかったらオルバーンじゃないので、そこはどうしようもなかったんだろうなと思いますね。はい。パレスチナアクションってね、一応団体名なんですよ。イギリスのパレスチナアクションっていう、イスラエル関連の機材とかぶっ壊した経歴がある団体があるんですけど、ナイスな団体があるんですけど、そこテロ組織だというふうに認定されちゃって、で、それで、パレスチナアクションと連帯みたいなことを言うと、逮捕されるということになってしまって、I support Palestine Action というふうに書いてあるので、はい、3D さん逮捕されちゃったわけですね。わざとこれを書いてきたんですけど、はい。なお、ホテイと思います。グレタさんも確かロンドンに一回逮捕されてんじゃなかったかな。どうだったっけな。彼女はね、いろんなところで逮捕されているのでいや、ほんと強すぎるんですよね。はい。イギリス暮らしのホテイを。そっか、グレタさんもそうか、同じ容疑で逮捕されてましたね。ありがとうございます。すいませんでした。イギリスのミュージシャン、ほんと熱いですね。鉄否定する人が逮捕される英国。だからイギリスも腐ってるなというところではあるんですけれども、でもやっぱり 3D さんすごいですよね。こういう人もいる。はい。ホテイは太鼓叩くのじゃなくて太鼓持ち。あの人ドラマーだったっけ忘れた。はい。他にもですね、ネタニヤフが激怒している件がありまして、これスペインなんですけれども、これが見えますでしょうか。スペインのお祭りでですね、ネタニヤフとトランプの人形がこのように爆破されたそうでございます。歓喜する民衆の人々がいますがイスラエルはスペインのエルブルゴム町でのイースター祝賀行事中にベンヤミン・ネタニヤフの等身大人形が大爆破された事件でテルアビブ在住のスペイン最高外交官を叱責したと述べた。イスラエル外務省はスペインのサンチェス首相による扇動を非難し、同自治体は毎年何百人もの見物を集めるこのお祭りで以前にはドナルド・トランプ大統領やウラジーミル・プーチン大統領の、等身大人形を使用していたが、今回はネタニヤフが爆破されましたという最高だな、スペイン人。ということでですね、私はペドロ・サンチェス大首相を応援しております。はい。いやーなんかね、こういう雰囲気になってくるとでもいいですよね。あんまり陰湿じゃないっていうか、明るい感じでね、こんなやってこれは別に爆破してもいいだろうみたいな。いや、暴力は良くないですけど、人形ですからね。だから、お前が大量殺人をリアタイでしてるくせに抗議する資格ねえだろっていう話なので、はい。どんどん爆破していけと思います。日本でやったらね、絶対一生叩かれると思いますよね。いや、やっぱりスペインのこういうとこ羨ましいですね。いやー、ですね。だからイギリスにしろスペインにしろね、やっぱりこういうね、活動に関してはね、割と寛容なのでね。サッチャーの人形も燃やしたりしてましたからね。イギリス、スペインはね、YouTuber にいちいち反論や指摘してきたけど疲れた。お疲れ様でした。日本でもやりたいな、これ。そっか、ホテイさんはギタリストですね。ドラマーのマコッチャはバリバリのそうだ、反自民党の人でした。はい、失礼いたしました。高橋誠さん失礼しました。明るく爆破という。他にもですね、オランダの首都アムステルダムでは、イスラエルへのガザでの攻撃に追悼されたパレスチナの子供たちとジャーナリストのための追悼イベントが開催されました。これ去年もね、やってたと思うんですけど、アムステルダムの中央深部にあるダム広場ではイスラエルの攻撃で命を落としたジャーナリストたちの写真と名前が展示され、数千足の子供用の靴も広場に置かれてましたと。ただこういうアクションだったらおそらく日本でもできるんじゃないかと思います。先ほどのやつはやったらね、絶対右翼に叩かれるから難しいと思うんですけど、こうやって悲しみとかですね、命を哀悼するっていうのは日本にはね結構受け入れやすい土壌があると思うので、日本の人たちもね代員とかしてらっしゃる方々ももちろんいるんですけれども、ここまで大規模なものはねあまりなかったと思います。はい。
そしてですね、グレタ・トゥーンベリさんらの、グローバルスムード船団が今度はですね、バルセロナから、ガザに向けて出港いたしました。世界、グローバルスムード艦隊のボートは、4月12日活動家がガザ行きの、民間任務に出発する中、パレスチナ国旗を振る、支持者らの歓声を受けてバルセロナ港を出港しました。運営委員会の、アビラ氏は船がバルセロナ港を出発する準備を進める中、イスラエルによるガザ封鎖に対抗するため、これまでで最大規模の民間活動をするということで、はい、グローバルスムード船団ですね、あと一歩でガザに到達できた、例の船団ですけれども、再び出発したということです。はい。いやー、もう何度でもやりますよね。だから、もうガンガンやってほしいですけど、はい。ということでですね、まあ少しずつでもこういうね、動きが、世界中でやっぱり広がっていけばいいのかなというふうに思いますね。高市さんの目標はそうサッチャーなんですけどね。でもサッチャーがどういう運命になったか知ってます？あなたって言いたくなりますよね。いや、でもトランプ支持者の人たちとね、やっぱりユン大統領支持者の人被ってるでしょうね。はい。日本でやったら右派は元より左派からも叩かれそう。確かに爆破はな。で、イスラエルから武器買うなって日本の人たち言わなきゃダメだと玉川さんがモーニングショーで言ってたということで、ただちょっとね、日本のマスメディアの人たちもね、もちろん玉川徹さんみたいな人もいらっしゃるので、ちょっと取り上げたんですけど、全くそういうこと言ってないわけじゃないので、はい、少しずつね、やっぱり雰囲気が変わっていけばいいのかなと思います。あと、すいません。ちょっと途中の言及になっちゃいましたけど、例のですね、資本金が3000万円に引き上げられる件で、教えシニックといつまでも署名、ですね、その行政の変更が、不当であるという署名が鶴ヶ島太郎さんやってらっしゃるんですけど、これが3万筆の大台に載ったそうです。この署名は知れば支持政党に関係なく誰もが問題意識を共有できるはずです。ぜひ拡散してください。お知り合いに伝えてください。撤回させましょうということでですね。はい。ぜひとも署名まだしてない方はですね、ですね、署名の方していただければと思います。ネット右翼の人はどうなんでしょうね。経済で動く人もタイプの人もいると思うけど、ただそういう人たちって結構もうね、高市さんを見限ってる人が多いと思うので、今まだ高市さんについてってる人たちはやっぱり精神論寄りの人たちだと思うんですよね。だからそういう人たち説得するの難しいですよね。2025年10月の省令改正で外国人が日本で事業を営むための在留資格経営管理の資本金案件が500万円から3000万円に引き上げられた件でですね、インドカレー屋さんなどが、閉店に追い込まれているということで、まあこれを今からでも撤回に追い込もうということで、今白井ったらですね、3万3000筆集まってましたので、よかったら皆様も、署名してない方はぜひ署名してください。ライルカウンシルの代表曲はサッチャーに言ってやるという曲です。なるほど。ありがとうございます。いや、ほんとこれむっちゃくちゃですよね。だからこういう草の根というかね、身近なところのやっぱり差別とかから潰していかないと、やっぱりパレスチナで起きてることがいかに不当なことかっていうのにもつながっていかないと思うので、はい、皆様ぜひともですね、署名の方よろしくお願いします。ネトウヨは足元に危険が迫ると結構変わります。逆に言うとそれぐらいしなきゃ現実として受け止めません。今の石油危機はでも現実なんだから受け止めてほしいですけどね。これは天災じゃなくて戦争なんです。人災なので人の力しか止めるしかないんです。みんな怒れ。戦争に怒るしか手段がないです。助けてじゃないよ。てめえ何しやがるんだと思わないと見えるものも見えませんよというですね。ジョジョの作家もやってた西井照美先生ですね。はい。ジョルノのデザインはしてなかったと思うけど。はい。ということで、時は来た。集まりましょうということでですね。まあ、高市さんがですね、憲法改正の時が来たぞというふうにおっしゃってるんですけど、ノーウォー憲法を変えるな4月19日国会正門前大講堂がですね、私の誕生日4月19日に行われます。私も何らか行こうかなと思ってます。ということでですね、まあ、ただで前回ね、ちょっと国会正門前講堂の時ですね、警察に対するの必要な妨害があったりとかいろいろあったので、まあ、本当参加される方は気をつけてください。はい、今回もですね、
国会前を中心にですね、いろんなところで19日行動が行われるということで、今回ただ夜じゃなくて昼間の行動になっておりますので、皆様気をつけ、参加される方は時間等に注意して、無理なさらない程度にやっていきましょう。はい。ということでですね、世界での、反戦運動、社会運動の話でございました。ですね。いや、でも警察ほんと極右護衛隊みたいなことするのにマジでやめてほしいですよね。本当にふざけるなよっていう。いつも右翼の人たちを守ってね、人民を守らないからですね。ちょっと考え直してほしいですね。3000万円はだって日本の個人事業主の人たちだってね、ほとんど満たせる人いないと思いますよ。資本金3000万円ですからね。無理でしょうって。だから、5000万円じゃない、500万円でも非常に厳しいから、ちょっとね、私たち、頑張って集めてたんだけど、いや、500万円まで集めたのになんかダメだって言うから、しょうがないから国に帰るみたいなことをね、インタビューで答えてらっしゃる人も結構いらっしゃったので、街のね、エスニック屋さんとかですね、潰れてしまう可能性が、本当に高いし、実際もう、店を畳んでいる人もいらっしゃるので、よかったらですね、ぜひとも、ですね、署名の方よろしくご協力お願いいたします。いや、ほんと守るもの履き違えてますよね。前回は、永久封鎖に備えて日比谷から歩いて国会議事堂まで行きました。それはすごい。ただできる方とできない方いるのでね。はい。皆さんでもはですね、自分のペースで、参加されればよいかと思います。はい。ということでですね、本日も、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価をぜひともよろしくお願いいたします。はい。ということで本日もありがとうございました。お疲れ様でした。で、今週のスケジュールなんですけれども、すいません、なんかいろいろちょっとバタバタしてて、忙しいっていうのもあって、金曜日なんですけど、すいませんが、ちょっとお休みさせていただこうと思っております。申し訳ございません。なんかあったら、SNS とか Discord にはいるので、よかったら話しかけてください。でですね、土曜日は、スカーレッタ・クローワルツの音花風花さんと、またですね、ファミレスを享受せよというゲームの、おそらくラストになると思うんですけども、続きをやっていこうと思っております。そして、19日はですね、私の誕生日かつ、国会行動がやる日になってますので、いろいろとですね、お知らせしたいこととかも考えているので、よかったら皆さん、9時からですね、また配信する予定なので、来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対、反戦、反差別ということでですね。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。皆様不思議なファミレスでもお会いしましょうということでですね。よかったらアーカイブの方も、ファミレスを享受せよ。先週もやってるのでチェックしてみてください。反自民、反米大統領、反大統領、反米大統領、反イスラエルということでですね。はい。オルバーンがね、やっと倒されたのでですね、次はネタニヤフとトランプだということでですね、頑張っていきましょう。はい。ということで、皆様も、本日遅い時間までお付き合いありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。